私はひろこ、68歳。半年ほど前に35歳になる一人息子が結婚した。夫亡き後、女手一つで育ててきたので、ようやく肩の荷が下りた。お嫁さんにバトンタッチすることができてほっとした。というのが正直な気持ちだ。そろそろのんびりしようと3ヶ月前に仕事を辞めたので、現在は年金暮らしということになる。ダメですよ、ひろこさん。仕事を辞めたら急に老け込んじゃう人多いんですから。私の経営していたお弁当屋さんを引き継いでくれたまゆみさんが持参した手作りクッキーをつまみながらそんなことを言う。息子より少し年上で、娘と言ってもいいくらいの年齢だが、高校時代からうちの店でバイトをしていて、すでに勤続20年超えの大ベテランだ。お店を閉めるなら私が後を継ぎます。まゆみさんがそう言ってくれたので、私は喜んで彼女に任せることにした。安くて美味しいお袋の味のお弁当ということで、長い間地元で愛されてきたお店なので、やはり閉めてしまうのは寂しかったのだ。彼女なら完璧に味も引き継いでくれる。ひろこさん、まだまだのんびりなんてさせませんよ。秋の新メニュー一緒に考えてください。そう言って彼女は机の上に分厚いレシピノートを広げた。正直頼りにされるのは嬉しい。息子さん、結婚生活はうまくいってるんですか？20年来の付き合いなので、当然息子と彼女は顔見知りだ。私は内心、二人が付き合ってくれればいいのにと思っていたが、残念ながらそうはならなかった。さあね、私はうるさい姑にはなりたくないから、ほとんどノータッチなのよ。私と息子が二人で住んでいた 2DK のマンションは新婚夫婦に譲って、私は今のワンルームのアパートで一人暮らしをしている。息子のお嫁さんの美穂さんは32歳、息子の3歳年下だ。共通の知人の紹介で知り合って交際に発展したとのこと。初顔合わせの挨拶を終えてすぐ美穂さんが、このマンション、お母さんが所有者ですよね。3人で住むにはちょっと狭くありませんと言い出した。そうね。かなり古いし、新婚さんは近くにマンションを借りていいかもしれないわね。私がそう言うと、それよりお母さんが一人暮らしをされた方が家賃も安く済むし経済的じゃないですか？と美穂さんが言うのだ。私は結婚が遅く、夫も10歳年上だったので、二人とも子供はもう持てないんだろうなって思っていた。夫はもともと独身主義で、結婚前に買ったマンションは二人暮らしにちょうどいい広さ。夫婦でのんびり暮らしていたのだが、思いがけなく息子を授かった。いざ生まれてみると、我が子がこんなに可愛いものかと夫婦で感動したものだ。息子のために定年後も働かないとな、とか、もう少し広いところに引っ越したいな、と言っていた夫は交通事故で亡くなった。息子が中学に上がったばかりの頃だった。夫は自分に万一のことがあった時のことを考えて生命保険に加入していた。事故も夫が完全に被害者だったので、慰謝料と合わせてかなりまとまった額のお金が入った。とはいえ、この先、息子と二人で暮らしていかなければいけないことを考え、私は唯一の取り柄と言える料理の腕を生かして、小さなお弁当屋さんを始めることにしたのだ。亡き夫との思い出の詰まったマンションだが、美穂さんの言う通り、新婚の二人がマンションを借りるより、一人暮らしの私がワンルームを借りる方が経済的だ。彼女が帰った後、息子に言った。ずいぶんはっきりものを言う人なのね。すると息子は、そうなんだ。俺はあんまり察しが良くないから、彼女のはっきりしたところがいいなと思って。そう言って笑う。息子がいいと言うなら私に異論はない。
息子夫婦はちゃっかり家賃がただの住まいを手に入れたことになるのだが、そこは息子も気を使って。母さんが住むアパートの家賃は俺が出すよ。引っ越しも全面的に手伝うからさ。そう言ってくれた。ありがとう。でも大丈夫よ。あなたたちだってこれから色々と入りようだろうし、引っ越しのお手伝いは頼むけど。そうは言ったが、それでも今日顔を合わせたばかりの美穂さんに追い出されるようなモヤモヤ感が残った。ある日、息子から電話があった。母さん、近いうちに夕飯食べに来ない？息子夫婦からお誘いがあった。これ自体は喜ばしいことだが、この後に続く話に私は頭を抱えてしまった。実はさ、嫁の料理がさ、息子が言いづらそうに話してくれたところによると、美穂さんの料理ははっきりまずいそうだ。そもそもあまり料理が好きではなく、スーパーやコンビニのお惣菜や冷凍食品で済ませることが多く、それでも彼女が作る料理よりははるかにマシなのだそうだ。息子も最初は、あれが食べたい。これはこうした方がいい。なんなら俺が作ろうか、といろいろ提案したそうだが、その度に美穂さんは超不機嫌になるらしい。うちはずっと朝はご飯に味噌汁だっただろう。嫁はパンかシリアルなんだよ。朝はご飯が食べたいって言ったら不機嫌になって、じゃあせめて味噌汁だけでもと言ったら超不機嫌になって、翌朝無言でカップスープが出てきたよ。息子の嘆きに何と言っていいやら。食の習慣や好みは難しい。新婚夫婦が最初にぶつかる壁かもしれない。それはともかく息子がこう言い出したので私は頭を悩ませてしまったのだ。それでさ、夕食食べに来た時、それとなく嫁に料理のことを教えてやってくれないかな。気が進まない提案だった。ある日の夕方、息子夫婦にお呼ばれになった。数ヶ月ぶりに会う息子を見て驚いた。かなり痩せてしまっていたのだ。思っていたより事態は深刻なのかもしれない。結婚して半年余り。その間、息子なりになんとか美穂さんとの食生活を改善しようと努力してきたに違いない。私に電話してきたのは SOS だったのだ。マンションは私が住んでいた時とは違う形にプチリフォームされていて、なんだか不思議な感じがした。いらっしゃい、お母さん。美穂さんはにこやかに出迎えてくれた。手土産のさくらんぼを渡すと喜んでくれて、座って待っててくださいね。すぐ食事を用意しますから、と、いかにもできる嫁という感じを醸し出していたのだが、食卓に並んだ夕食のメニューを見て、私は変な汗が出てきた。エビフライ、スーパーのお惣菜、ハンバーグ、手作りのようだが微妙に生焼け。付け合わせ、スーパーのお惣菜のポテトサラダ、味噌汁、豆腐と油揚げ、おしんこ、スーパーのぬか漬け。まず義理の母を夕食に招くというのに、スーパーのお惣菜が大半だというのが私的に理解できない。そもそも70歳近い年寄りにこのメニューは重すぎる。エビフライもせめてクッキングシートでオーブントースターで焼くようにすればカリッと仕上がるのに、レンジで温めたのでべっちゃりしている。ハンバーグは案の定、中心付近が生焼けで、味噌汁は顆粒だしを入れすぎて舌が痺れそうな味になっている。極力ソフトに、こうするともっと美味しいわよ、とやり方を教えたのだが、どんどん不機嫌になっていく。ハンバーグは焼き直した方がいいわね。生のお肉はお腹を壊す可能性があるから。私がそう言うと、美穂さんはひったくるようにお皿を回収し、ハンバーグを強火で再加熱。真っ黒焦げにして、これで文句ないんでしょ、とばかり乱暴に皿を置いた。そうだ、よかったら私のぬか床を少しお裾分けしましょうか。
良かれと思ってそう言ったのだが、これが彼女の逆鱗に触れてしまったようだ。この人がぬか漬けが好きだからわざわざスーパーで買って出してるんです。私は大嫌いで触りたくもない。なのに私に臭いぬか床を毎日かき混ぜろって言うんですか？そうか、ぬか漬けが嫌いな人にはハードルが高かったかもしれない。お母さんだってしょっちゅうお弁当を食べさせてたらしいじゃないですか。スーパーのお惣菜と変わらないでしょ？なんだか話が誤って伝わっているようだ。確かに私が経営していたお店のお弁当を食べさせることはあったが、実際のところ私の手作り料理と何ら変わりのないものだ。スーパーやコンビニの弁当じゃなくて、母さんが自分でやってる店の手作りのお弁当だよ。ちゃんと伝えてたじゃないか。思わず説明に走る息子。そうやってあなたはお母さんの味方をするのね。もういいわ。食べたくないなら食べなくて。そう叫ぶように言って、彼女は寝室にこもってしまった。残された私たち親子はため息をついて食卓の上の料理を眺めた。ごめんなさいね。美穂さんを怒らせてしまったわ。私が謝ると息子は、俺が贅沢なのかな。でも毎日のことだから辛いんだよ。本当に限界なんだ。半泣きの顔でそう言った。しかし、一体私はどうしたらよかったのだろう。とにもかくにも息子の食生活は改善される見込みはなさそうだ。心配だが、どこまで口出ししていいものやら判断に困る。その数日後、突然美穂さんが私のアパートを訪ねてきた。先日はどうもすみませんでした。完全に嫌われてしまったと思っていたので、我が家への訪問を私は喜んだ。とっておきの紅茶とお茶菓子を振る舞い、嫁との親睦を図ろうとした。お母さん、お金持ちなんですってね。いきなり嫁にそう言われ、私は面食らった。息子に何を聞いたのか知らないが、確かに貯金はある。亡くなった主人の残してくれたお金と、弁当屋をやってコツコツと自分で貯めたものだ。私、妊活したいんです。お母さん少し援助してもらえませんか？彼女も32歳。厳しい年齢に差し掛かるので、その気持ちはよくわかる。頼られたら断ることができなかった。私はタンス預金から50万円を渡し、大変だと思うけど夫婦で頑張ってね。私も息子を授かったのは33歳の時だから気持ちよくわかるわ。私がそう言うと嫁はむっとした顔で、お金出したからってプレッシャーかけないでくださいよ。そう言ってきた。なんでそうなるのかよくわからない。嫁と姑がうまくいくわけないって聞いてたけど、やっぱり本当なんですね。私、SNS やってるけど、お母さんものすごく叩かれてますよ。そう言って彼女がスマホの画面を見せてきた。先日の夕食の時の話だろう。彼女を応援するコメント、私を口汚く罵る内容がたくさんアップされていた。私はショックだったが、ちらっと見えた書き込みから、美穂さんが自分の都合のいいように被害者として書き込んでいるのが分かった。嫁と姑がうまくいくわけないか。そんなことはないと思うのだが、実際に彼女とこれからうまくやっていけるのか自信がない。しばらくして息子に電話で彼女の妊活の話をしたら驚くような反応が返ってきた。妊活なんてやってないと思うよ。あいつ子供が嫌いだし、俺もどうしてもってわけじゃないから。妊活費用を無心されたのでお金を渡したと話したら息子はかなり驚いていた。息子は彼女の誤解を解くため、私が夫の残してくれたお金でお弁当屋さんを始めたこと、地元では人気のお店で繁盛していたことなどを話したそうだ。それを聞いた彼女は、へえ、お母さんってお金持ちなんだ
と興味津々で貯金額などをしつこく尋ねてきたという。息子は困惑しつつ、さあ、多分1億くらいあるんじゃないと言ってしまったらしいのだ。ごめん、俺余計なこと言っちゃったみたい。妊活のことはちょっと確認してみるよ。そう言って電話を切った。息子からの返事がないまま、もやもやした日々を送っていた私に、さらに衝撃の出来事が。カード会社から身に覚えのない請求が来たのだ。私は普段カードは使わない。慌てて確認すると財布からカードがなくなっていた。財布を落としたならともかく、普段使わないカードが財布から落ちることは考えづらい。何よりそのカードで買われたものがブランド物のバッグと財布だったので、自分の疑念は間違いないと思った。この前彼女が来た時、こっそり私の財布からカードを盗んだのだろう。妊活をするという嘘をついて、私から50万円を騙し取っただけでなく、カードまで盗むとは。料理がまずいどころの話ではない大問題だ。審判会社に連絡してカードの利用を停止した。家族が勝手にカードを利用した場合、罪に問われることはあまりないようだが、これ以上勝手に買い物をされてはかなわない。私に貯金があることを知ってお金に目がくらんだのだろうか。もともと財産目当てだったわけではないだろう。なんだか悲しかったが、このまま黙っているわけにはいかなかった。彼女の料理はコリゴリなので、事前に息子に連絡を取り、たまには母さんの手料理を食べてみない?そう打診すると予想以上に息子は喜んだ。美穂さんはまた不機嫌になるかもしれないけど、構わないかしら。私がそう聞くと、ちょっと俺も限界だし、覚悟はできてる。と諦めたように言う。その日、私は材料も全部持参して、息子夫婦のマンションを訪れ、かつて慣れ親しんだキッチンで腕を振るった。美穂さんは寝室にこもって私を手伝うことはなかった。きっとまた SNS で私の悪口でも書き込んでいるのだろう。うまい!これだよこれ!お前も食べてみればわかるよ!ちょっと感動しすぎだろうというくらい、息子は私の料理を食べて喜んでいる。もっとも、息子の好物ばかり作ったのだけど。しかし、味噌汁を一口すすった彼女は、このお味噌汁って味が薄いんじゃない?と眉をしかめている。それはね、あなたが顆粒だしを入れすぎるからよ。顆粒だしが悪いんじゃなくて、入れすぎが問題なの。少し厳しめの口調で言うと案の定、いっぱい入れた方が美味しいんですよ、と向きになって言い返してきた。スーパーのお惣菜だって一手間加えれば全然違うし、忙しい主婦にとってはとってもありがたいものよ。私だって忙しい人たちのためにずっとお弁当を売ってきたんだもの。でも、美穂さんは働いているわけじゃないし、調理の時間はたくさんあるでしょ?私がそう言うと、彼女はちょっと黙り込んだ後、こんな薄味の年寄り臭い食事なんて私は作れないわ。吐き捨てるようにそう言った。さすがに息子もこれには腹を立てたようだ。いや、もうずいぶん前からうんざりしていたのだろう。お前が作れないと言うならもういい。そもそも作る気なんてないんだろ?この煮物も焼き魚もピーマンの肉詰めも味噌汁だってぬか漬けだってお前の作る料理の100倍美味しいよ。息子に激しく文句をつけられた彼女は勢いよくその場を立ち、やってられない。あなたがマザコンだなんて知っていたら結婚なんかしなかったわ。と口汚く叫んだ。母親の料理が美味しいと息子が褒めたらマザコンなのだろうか。私はバッグを掴んで部屋を出て行こうとする彼女を呼び止めた。ちょっと待って。そのバッグってあのブランドの新商品よね。一瞬ギクッとした彼女だったが、
え？そうですが、それが何か？白を切り通すことに決めたらしい。私のカードでそのブランドバッグが購入されたと請求が来たの。私は心当たりがないし変だなぁと思っていたのよ。ズバッと切り込んだが彼女はひるまない。お母さん自分のお買い物を忘れておられるのでは？お年を召されるとありがちですよね。言うにこと書いて私の認知能力のせいにしようとする。事情がわからず黙っていた息子が、なあ、そのバッグと一緒に財布も買ってきてたよな。と、渡りに船の突っ込み。そう。審判会社の請求もバッグとお財布だったわ。合わせて35万円。おい、どうしてお前の買い物の請求が母さんのところに行くんだ？私のお財布からカードを盗んだのよ。私が種明かしをすると、息子はがっくり肩を落とした。カードを盗んだのか？何考えてるんだお前。身内とはいえ犯罪行為だぞ。息子に責め立てられても彼女は悪びれることなく。やーねー、盗んだなんて人聞きの悪い。ちょっと借りただけよ。お母さんは年金があれば十分でしょ？お金なんてあの世まで持っていけるものじゃないんだから使った方がいいじゃない。全く言い訳になっていないが、本人は悪いことをしたとは思っていないようだ。それで妊活をするという嘘までついて、母さんから金をせしめたのか？嘘じゃないわ。本当にしようと思ってたのよ。でもなんだかすごく大変そうだし、男性も大変みたいだから、あなたも嫌じゃないかなって。まるで息子のためを思ってやめたかのような物言いだ。俺は何も聞いてないぞ。彼女との話し合いが不毛だということに息子も気づいたようだ。息子夫婦に子供がいてもいなくても私は別にいいと思っていた。息子が美穂さんと幸せに暮らしてくれればそれでいい。しかし、どうやらそれは無理なお願いのようだ。私が暮らしていくのは年金で十分かもしれない。確かに貯金もある。と、私が言いかけると、彼女は自分の指摘が間違いではなかったとでも思ったのか。そうでしょ？そうですよね。だって。と、目の色を変えた。私はそんな彼女を抑えて話を続けた。私のためのお金じゃない。息子と息子の家族のためのお金。私はあなたを家族とは認めない。あなたが使えるお金じゃないのよ。彼女は赤くなったり青くなったりしていたが、何言ってるんですか？私は嫁ですよ。家族じゃないですか？と口を尖らせる。よくもまあ、そんなことが言えるものだ。おもむろに息子が切り出した。俺はもう君と夫婦でいたくない。離婚しよう。その言葉を耳にした途端、彼女は逆上し、ちょっとおかしいんじゃない？なんでいきなり離婚って話になるのよ。とわめき散らしている。いきなりじゃないよ。この数ヶ月ずっと考えてた。お前が料理が得意じゃないのは仕方ない。でも何の努力もしようとしなかったじゃないか。息子はよほど嫁の料理に辟易していたのだろうが、料理下手という理由で離婚はできない。私が何の努力もしなかったという証拠はあるわけ？彼女は小学生のような理屈をこね出した。とうとう私も黙っておれなくなった。あのね、料理は食べてくれる人のことを思って作るものなの。うまいとか下手とかじゃない。誰でも味を再現できるようにレシピってものがあるの。あなたは私に息子の好物を尋ねたことなど一度もないわよね。それと、料理は離婚の理由にならないかもしれないけど、あなたが嘘をついて私からお金をせしめたことや、カードを盗んで買い物をしたことは犯罪よ。立派な離婚の理由になるわ。息子が離婚する気なら、
私は息子の味方をするだけだ。何よ、親子揃って、バカ親にマザコン息子が。嫁は癇癪を起こして聞くに耐えない言葉を口にしたが、これ以上嫌いになりたくないから静かにしてくれないか。息子が冷たく突き放すとようやく静かになった。お前が離婚したくないと言うなら、調停でも裁判でもやったらいい。お前に勝ち目はないと思うけど。おとなしく別れるなら、そのブランドバッグと財布はあげるよ。母さんには、妊活詐欺の被害金も含めて俺が返済する。息子の決意は固いようだ。別に私は息子から返済してもらわなくてもいいのだけど、ここは黙っていることにした。何よ、詐欺って人聞きの悪い。これっぽっちで手切れ金にするつもり？冗談じゃないわ。彼女はなおも食い下がろうとする。わかった。それなら全部お前に請求するから待ってろ。息子の捨て台詞を聞いて、ようやく彼女も自分の不利に気づいたようだった。しばらくして、私の店を引き継いだまゆみさんがレシピノートを抱えてやってきた。来訪の目的はお正月メニューの相談。嫁との修羅場を話すと、それは大変でしたね、と心から同情したように言った。息子の離婚は無事成立。嫁は荷物をまとめて出て行った。結局私は元のマンションに戻り、再び息子と二人で暮らすことになった。元嫁を紹介した知人は、後ろめたさがあるのか、彼女のその後のことを息子に教えてくれた。料理が全くできないことや、義母の私にやらかした犯罪行為や暴言の数々が噂になり、友人もいなくなってしまったという。まあ今回だけでなく、もともとの性格に問題があったのだと、今更ながらに思う。彼女は婚活に励んでいるらしいが、お金持ち狙いの魂胆が透けて見えるのか、全く交際につながらないのだとか。私たちのような被害者が二度と出ないことを祈るばかりだ。でも、お母さんが料理上手だと、お嫁さんはちょっと大変かもしれないです。地方によっても食習慣が全然違ったりするし、難しい問題ですよね。まゆみさんが痛いところをついてくる。そうね。あなたがお嫁さんだったら、こんなことにはならなかったでしょうね。なんせ完璧に私の味を再現できるんだから。私が何の気なしにそう言うと、やめてくださいよ。純情な40歳一歩手前のおばさんをからかわないでください。と、彼女はちょっと赤くなった。隣でコーヒーを飲んでいた息子が、まゆみさんはおばさんじゃないよ。実は俺の高校の頃の憧れだった。美人で料理がうまいなんて最高って思ってたんだよ。と言い出して赤くなったので妙な空気になった。その時言ってくれればよかったのに。いや、だって年下の高校生なんてほとんど子供扱いだったし。そんな軽口を言い合う二人を見ていたら、これはもしかしたら、もしかするかも、と思えてきた。この三人なら家族になってもきっとうまくやっていける。ならば、キッチンはもっと広い方がいいわね。そんなことを考えていると自然に口元が緩む。男の人を捕まえるにはまず胃袋から。案外本当なのかもしれないな。Even though she's just a fuzzy old lady. A new employee said this and splashed tea on me. A woman who always pretends to be an idle woodcutter. She spread all kinds of lies in the car, and I couldn't stand it anymore, so I quit. That's when she brought home her fiancé, who turned out to be that woman. I won't let her marry my son. I'm going to expose this book to the fullest. I'm Kiko.
I'm 65 years old. A few years ago, my son became a working adult, and he left home to live with my husband. Even before we got married, I worked as an office worker at a small and medium-sized company that was fairly well known in the local area. It's been more than 40 years since he was married. The mother of our president was also a working woman, and when I started working, the company was very understanding of working women. There were many women working at my company who were not mothers. We all covered for each other and supported each other when our children had sudden fevers or school events. I think I was able to work this long because I was able to work busy but happily with my colleagues in this way. However, after 40 years, things change. Some people said that they had worked hard for their children, so from now on they want to go for themselves, and some colleagues smiled happily saying that they have to take care of their grandchildren. Everyone had their own reasons, but one by one they quit. Before I knew it, I was the only woman of my age who remained. I was surrounded by young male employees in their 20s and 30s. My generation was always busy with important commitments, so they almost never showed up at the office. It wasn't bad to work surrounded by young people of my age. It seemed to give me youthful energy. Still, I sometimes feel lonely. When I see young people gathering at lunchtime and talking happily about topics I don't understand, I can't help but feel inhibited. No one is excluding me. They start conversations and sometimes bring me snacks. I've been working there for a long time. I'm sure they're being considerate of me, who is a so-called old man, but the young people who are still friendly with me are still cute. All my colleagues have found other reasons to live and left the company, but my son is grown and I have no hobbies other than work. I was thinking that I would work hard here as long as I still have the energy. One day, a new employee was assigned to my department. There was only one other woman in the office, but she had entered the 3rd grade, so she was hired to fill the gap. The new employee, who had a glamorous, idol-like aura, had just turned 22. She had joined the company as a full-time employee after graduating. She had bright eyes, white skin, smooth black hair, and a petite but slender figure. She was so attractive that she would turn heads when she walked down the street. Her name was Minori. When she was introduced at the morning meeting, she greeted us with a cheerful, "Thank you for your help," and many people were captivated by her dazzling smile. She instantly became an idol in the company. Her popularity was so great that male employees in the department who had never come to the office before would come out and see her whenever they could. She was like that, but I soon found out that she had a bad personality, contrary to her appearance. First, ask Kiko to teach me how to do my job. Because I've been working here the longest and know everything. I see. Amazing. I look forward to working with you, Kimiko. Well then, I look forward to working with you, Kimiko. Okay, I understand. The male employee who brought her left the office, and it was just me and Mino in the room. Well, Mino, let's get started. She sighed loudly as if to cut me off. Ah. Why am I being supervised by an old lady like you? I joined the company because I heard there were a lot of young men, but it's the worst.
She changed her expression in an instant and continued. I mean, I think Kimiko is about the same age as my grandmother, but I feel sorry for her having to work at such an age. I was taken aback by her laughing, but I quickly regained my composure and faced her. It's true that you are the oldest in this company, but does that matter? I'll teach you the job now, so remember it properly. Yes, yes, she replied lightly. Even while I was explaining the job, she just looked at the reflection of herself in the window and played with her hair. Minori, shouldn't you take notes or something? I do, but since I'm young, I can remember it after hearing it once. Actually, it was a long story, but she just twirled her hair and didn't listen seriously. She is friendly, but when other employees are watching, she talks to Kimiko-san and Kimiko-san in a friendly manner. When other employees say that Kimiko-san and Kimiko-san are as close as mother and daughter, that's true. She answers with a cute smile. I think of you as a mother too. However, when we are alone, she says what I just heard. Mother and daughter. If anything, they're more like grandmother and grandchild, aren't they? I'm sure she said mother and daughter out of consideration. She says, I would never want to be mother and daughter with such an auntie, she says sarcastically. This kind of harassment happens when we are alone in the office, so no one ever finds out. Moreover, her work attitude is outrageous. She doesn't remember her work at all. She expects that I'm working and is playing with her smartphone or surfing the web. It's normal to be 10 minutes late every morning. Even during work hours, she often leaves her desk for more than 15 minutes, saying it's a toilet break. She never answers the phone when it rings. I gave her a gentle warning every time, but she was told that it was power harassment, and she never improved. Meanwhile, after the lunch break ended, she finally returned more than 30 minutes later and sat down at her desk as if nothing had happened. I thought that a light warning would not do the trick, so I gave her a harsher warning than usual, even if it meant being called power harassment. The lunch break ended more than 30 minutes ago, right? I want you to be a little more conscious of the time when you work. I think being punctual is the minimum rule for a working adult. She showed a dissatisfied look when I told her that I want her to be more vigilant not just this time, but always. Kimiko, aren't you getting cocky just because you've been working for a long time? I'm a full-time employee. You're a part-time employee. I'm in a higher position, and you're not the boss, are you? She snapped at me, saying, don't give me any advice like that. I'm a part-time employee, but I'm her senior at work. I have a duty to give advice to my juniors when they need to improve. I explained that I'm a part-time employee now, but until a few years ago I was a full-time employee and an executive. However, she didn't listen to what I was saying at all, and started fiddling with her smartphone, saying, what? I don't understand, quote. After a while, I heard her spreading rumors that I was bullying her. Kimiko doesn't teach me anything about the job. When I ask her about something I don't understand, she ignores me. She's always being mean to me, saying that I'm getting ahead of myself because I'm young. She looked up with tears in her eyes like a small animal and complained to the male employees in a crying voice. Maybe Kimiko is hard of hearing and can't hear Minori.
She used to have a position, but now she's just a part-time auntie. It feels like she's forcing herself to hang on to this company. It hurts. I feel sorry for Minori. We're on her side. Most of the male employees seem to believe that I'm harassing her idol girlfriend. Since then, I've become the enemy of the male employees, and whenever a male employee comes to the office, I'm glared at, and documents are thrown on the desk. I'm in the way, but I've also been able to directly say abusive things to Minori. All the male employees are being deceived. In this company, where the majority of employees are male, everyone is on her side. Working at such a company was a rocky experience. Then an incident occurred. Because she still didn't answer the phone, I was unable to receive important calls from our clients, which caused great damage to both them and me. She was the culprit. I told the sales manager that Kiko had told me sternly not to answer the phone because it would be rude to the other party, so the responsibility for this incident was placed on me, and I was used as a mistake by the client in the gymnastics uniform. I bowed my head and apologized many times to the client, who said that she would consider doing business with the otaku in the future. I somehow managed to make sure that this kind of thing would not happen again, and I reported it. When I arrived at my desk exhausted, she spoke to me with a grin. "Did you apologize properly? Did you do something like a doza?" I answered. "Please try to recreate it here. Next time, please make sure Kiko answers the phone properly. I'm tired." Who do you think is to blame for this? I don't have the energy to say anything back to her, who doesn't seem sorry at all, so I ignore her and start my work. She continues to talk by herself. I mean, I'm getting married. He proposed to me. I've dated a few guys and they all proposed to me, but I've decided to marry the man who makes the most money, even though he doesn't look good. I even got a ring. She proudly showed off the ring shining on her left ring finger. I thought I wouldn't have to work if I got married because he earns a lot. I definitely don't want to have to work all the time even when I'm as old as Kimiko. She talks without asking anything. I feel sorry for the man who marries a woman with such a terrible personality. However, regardless of her true nature, she is a cute and friendly young lady. There are probably many men who want to marry her. After that, she talks about her relationship with him, her wedding, and her honeymoon as a crisis. Her hands are playing with her nails, which she says are new, without doing any work. I couldn't stand to see it, so I urged her to give me her as a friend or boyfriend after training. I want her to get a job soon. Then her expression became distorted. Huh? What? I'm really pissed. You're jealous of me because I'm young, right? You should be more jealous. You're just an old lady with a wrinkled face. She yelled and then poured the contents of the mug on her desk all over me in one go. Oh, what are you doing? The hot tea splashed on my face and chest, and the desk got wet. I hurried to the bathroom to cool my face. She followed me. Good thing. This will moisturize your wrinkled face a little. She was laughing out loud behind me as I desperately tried to cool my face.
I then returned to my desk and cleaned the wet desk and floor while enduring the pain in my face. Tears came out of frustration and misery. After that, I somehow managed to finish the day's work and went home to talk to my husband. When I showed him my red face and explained the situation, he got very angry and told me to quit the company immediately. Of course, I was planning to do the same. There's no point in working at a company full of enemies. About a month later, I metabolized. She kept saying that the office would be refreshing without the auntie, but I felt relieved knowing that I would not have to deal with her anymore. A few months later, while I was enjoying my leisurely life, I received a call from my son. He is going back to his parents' house next time. My son said shyly that he has someone he wants to meet. My husband and I were delighted to hear the happy news. My son, who had been worried that he would not bring a girlfriend because he was always busy with work, finally found someone to consider marrying. On the day that my son and I made the appointment, my husband was cleaning while excitedly wondering what kind of person he would bring. I prepared tea and other things. Both my husband and I were nervous and restless. Then, 10 minutes before the appointed time, the intercom rang. My husband and I looked at each other, nodded, straightened our collars and went to the front door to greet him. The moment she saw my husband standing in front of me, the woman next to my son bowed deeply. "Nice to meet you. I'm sorry to bother you." The moment she raised her head and saw me, the woman cried out in surprise. I also gasped when I saw her. The person my son brought along to meet us was actually Minori. She repeatedly used abusive language on me, spread lies throughout the company, and finally poured tea on me and pressured me into quitting my job. A woman like that is my son's fiancée. I couldn't accept the reality and shook my head. "Minori, it's been a while. I can't believe that my son's fiancée is you." I spoke calmly while suppressing my shook. "Okay, I'll expose her true nature. I can't let my son marry such a person," I thought to myself. In contrast to me, she was, oh, that Kimiko. Her eyes were completely swimming and her legs were shaking. "Mom, do you know Minori?" My husband and son seemed surprised that we knew each other, but she didn't seem to hear anything. Anyway, I let them into the living room and served them tea. "I never thought that you and Minori knew each other. What kind of relationship do you have?" "Right." When my husband asked her, she said, "Yes." I said it in a work-related context, and tried to brush it off. I ignored her and answered her question with a smile. "You see, there was that time when tea was poured over me at work, which was the reason I quit my job. Besides that, the young girls at work called me an old lady, and I was told all sorts of things at work that I didn't have a place in. That girl was Minori." When I suddenly started to make a big deal out of it, she was a little flustered. My husband and son had looks of surprise and confusion on their faces. My son, who hadn't been told about my quitting, asked, What? I haven't heard about that story." Quote. I told him the details of that time. The day I went to apologize for her mistake, I stopped her as she still showed no remorse, and she ended up pouring tea over me.
I had a lot of enemies because she had been telling all sorts of things to the people in the car, so I was heartbroken and quit my job. Could that woman be Minori? My husband, who knew how red my face looked after the tea was poured over her, suddenly looked angry. My son couldn't believe it. He grabbed her shoulders with a face that wished she would meet him in a lie. Minori-kun said that Atsu at work was treating her badly. It seems that her son had heard from her that Atsu at work was harassing her. Because of all this, she was unable to go to work and quit her job. Her son was planning to have her become a full-time housewife so that she wouldn't have to work anymore. So that whole story was a lie? Finally, her son lost his temper. No, it's not. I thought of Kimiko as a mother at work, so she finally sweated and made an excuse that didn't make sense. It was so bad that I couldn't help but feel sorry for her. It's not too late. I'll sue her for using drugs to harm her. Her husband also started yelling that he was going to the police. She kept a straight face and said, the police, please spare me the police, as she lowered herself to the floor crying. It was no longer a situation in which she could give a wedding greeting. Her son looked at her with a completely different expression than before, refusing to accept it. I can't believe you were the one doing the harassing. So what was the real reason you quit the company? I told her the story I heard from the only colleague I could trust at work. She didn't even answer the phone after I quit. The gym's work didn't get done because she couldn't even make a proper estimate. Still, at first she was able to get away with it with her natural charm, but then she had trouble with a client again, and gradually her true nature was revealed and she couldn't stay at the company. I guess she told her son about it in a way that was convenient for her. I'm glad I found out you were like that before we got married. Ka-san, Dad, I'm going home today. My son looked exhausted and took her home, who kept yelling, is it not? It's a misunderstanding, quote. My son has always been a kind child who cares for his parents and hates crooked things. I'm sure this marriage talk will fall through. My son must have been deeply hurt when he found out her true nature. But I was truly relieved that my precious son didn't marry such a woman. A few months later, the marriage talk between my son and his girlfriend was dead in an instant. Apparently, my son had already exchanged greetings with the other parent about the engagement, and was severely criticized for being so late in getting engaged. However, when he told them how the engagement came about, the parents were furious with their daughter. Apparently, she was a fairly wealthy young lady, and was a disgrace to the family, and they were very touched. The parents offered to pay my son compensation for spilling tea on me and for the events that had taken place up until now. They offered to meet him in person and apologize. I refused because I didn't want to be involved anymore, but the parents insisted that if they couldn't apologize, they should at least pay compensation, so my son and I decided to accept it. The parents paid the compensation in half, and from now on, they will have to make her pay it back. She had been living a luxurious life in a large apartment with her own salary and money sent by her parents, but after being touched by the news, she moved to a cheap part-time job and is now busy paying back her parents. After that, a lot happened, but my life has finally settled down, so I decided to buy a dog, which has been my life's dream.
The dog I adopted after seeing a notice from a village or a job posting was very cute, and it gave me a new sense of purpose since I had no hobbies other than work since my son grew up. I saw her only once while walking Amy. She was no longer the idol she was in the car, with messy hair and dark skin, and she walked with a tired expression and a mottled look on her face. I hope now that she has finished paying off her parents' debts, reflected on this incident, and become a person who can be a little more considerate of others. I think that I can think that way because I am satisfied with my current life. I stroked my dog's head and continued our walk home, arm in arm with my husband. "やっべえ。俺またデータ間違えたわ。反省する素振りなど全くなく、ヘラヘラ笑いながら武勇伝のように自分のミスを語る社長の息子。私もやっちゃったわ。と、なぜか勝ち誇った顔をしている社長の娘。そういうミスは社員にすりつけなさい。あんな奴ら吐いて捨てるほどいるんだから。と笑っているのは社長本人。まったく、この社長一家と来たら、誰一人まともな奴はいないのだ。こんな会社、地獄に落としてやる。私は鳥山明。遅めの結婚だったおかげで、絶賛子育て中の38歳だ。毎日あちこちが筋肉痛で満身創痍。子育てって本当に体力がいるんだなぁと痛感しているところである。まあ、肉体の疲労なら寝ればいいから耐えられるけど、精神の疲労はそうもいかない。と思ったのは今からほんの数年前のことだ。長く勤めてきた情報処理の会社から突然、今後は親会社のコールセンターになると宣言されたことを機に退職。中途で入った会社でシステムエンジニアの仕事を始めることになったのだが、この会社への転職が失敗だったと気づかされたのは入社初日だった。わからないことは彼女に聞いてねと紹介されたのは社長の娘だった。私より年下の20代。年上の社員が大勢いるのに、社長の娘はその若さでリーダーと呼ばれる役職についていて、さぞかし有能なのだろうと私も背筋を伸ばしたのだが。ああ、とりあえずクライアントからの要望書に目を通して、打ち合わせで使えるようにいい感じの提案書を作ってくれないかな。足を組み、腕を組み、顔はやや斜めにふんぞり返った娘は私に何とも曖昧な指示を出した。いい感じの提案書って、すいません。私前職でプログラムを作ってたんですが、その業務は未経験で、新人たるもの、知ったかぶりで進めるのは良くない。私は恥を承知で質問したのだが、未経験？聞いてないんだけど。だる。じゃあいいよ。そう言って社長の娘は私から書類を取り上げ、別の女性社員を呼んで渡した。悪いけど、これ、提案書に起こしてくれる？期限は明日までらしいから頼むね。社長の娘のオーダーに青ざめる社員を見て、何やらまずそうだと、私の社会人の勘が働いた気がした。案の定、それは本来彼女の仕事だったはずなのに、完全に忘れて他人に押し付けてきたことに気づいたのはその日の帰りだった。私の代わりに押し付けられた社員だけ定時で退社できず残業していたからだ。社長の娘は仕事がほぼできないに等しかった。簡単なマニュアルは習うことができたが、教え方は適当で、教えてもらってもあまり意味がない。基本的に書類っぽくしといて、とか、
雰囲気で察して、うまい具合に作ってとか指示も雑だ。きちんと習ったはずのことも質問すると、そんなこと言ったっけ？とか言われてしまう。まあ無理もない。勤務中ほとんど鏡を見てメイク直しや髪いじりに時間をかけているのだから、優秀どころか最低だった。少しずつ会社の空気に慣れてくると、社長の娘を頼っても無駄だと気づいたので、私は周りの社員に仕事を聞くようになった。おかげで仕事は随分覚えられたと思う。退職しようかな、とも思ったのだが、年齢も年齢だし、あまり短期で転職をしたくない。生活費の問題もあるし、最低限失業保険が出るくらいの年数は勤務しておきたいからな、と我慢した。仕事にさえ慣れれば、社長の娘は所詮教育係だし、私から離れるだろう、と思っていたのだが、そんなに甘くなかった。悪いけど、この書類作ってくんね？はぁ？兄ちゃんまた仕事忘れてたわけ？仕方ないなぁ、もう。じゃあ、はい。あなたお願いね。はい？彼女の言う兄ちゃんとは社長の息子。さばけない兄の仕事を妹を通じていきなり押し付けられた私。社長の息子のことはどういうわけか、私が入社してから一度も見たことがなく、この娘に兄がいることもこの時初めて知った。ああ、こいつ新人？助かるわ。有給取ったら仕事が溜まっててさ。有給という名の無断欠勤フリーでしょ、兄ちゃん。そうとも言うわ。異次元の会話を繰り広げて笑い合う慶米を前に、私は言葉を失った。社長の子供ってだけで自由に無断欠勤しても許されちゃうし、仕事を忘れてたら新人に押し付ければいいと思ってるんだ。たく、ほどほどにするんだぞ。そう言って脇から現れたのは社長だった。子供をたしなめるのかと思ったが、そんなことはなく、旅行は楽しかったかなどと息子に尋ねている。無断欠勤して旅行に行くような息子を許すなよ、と今なら思うが、その時は、この家族何言ってんの？と困惑し何も言えずにいた。ちなみに息子は娘同様、周囲の年上社員を差し置き、次期社長としてリーダー職についている。そしてやっぱり仕事はできないようだ。この会社の体制に不満を持つ人はかなり多いというか、ほぼ全員で新たに入った社員も大多数が入社3年前後で退職してしまう。人が居つかないので、人繰りは常に不足し仕事も多い。社員たちが魔の3年目以降を会社に対する期待が自然消滅して悟りが開けるとして悟り期と呼んでいることを後に知った。結局、私は社長の息子に押し付けられた仕事を3日かけて終わらせたのだが、その翌日、彼に突然呼びつけられた。俺、仕事やっといてって頼んだよね。クライアントに見せるテストデータ作り。え？仕事は頼まれましたけど、私が言われたのは書類作りで。その瞬間、彼の顔がカッと赤くなり、そんなものは頼んでないと叫んだ。社内の空気が瞬時に凍る。でも渡されたのはこの書類で、この書類からだったらクライアントの提案書を作るのがマニュアルのフローですし、書類を作れとも頼んでらっしゃったので、困惑しつつ私は社長の娘にですよねと助けを求めた。彼女が兄に書類やっといてと頼まれたものが私に回ってきたのだ。一緒に見ていたし、聞いていたのだから、この冤罪を晴らしてくれるはず、なんて一瞬でも思ったのが間違いだった。はぁ？知らないけど。本当に自分は関係ない、覚えてないという顔で、クッキーを頬張る彼女を見て私は言葉を失った。ほら見ろ、お前が間違えたんだ。と、
彼は鬼の首を取ったように私を責める。上司に盾つくような人間には再教育が必要だ。この仕事全部やっとけ。そう言って回されたのは全部彼の仕事だった。彼自身、自分が指示を間違えたことに気づいていたから真っ赤になっていたのだろうが、ミスを認める性格ではない。私を悪人にして、体よく仕事を押し付けられたのだ。自分でも、やらかしたなぁと頭を抱えた。真正面から反論しない方が良かったのだ。でも、認めたらやっぱり同じ結果だっただろうし、どうしたら良かったのだろう。膨大な量の仕事を見て、数日は残業確定だなぁと思っていたら、私、手伝うよ。と、あの女性社員が声をかけてくれた。ありがたい申し出だが、先日も私の代わりに仕事を押し付けられて残業した人を頼るなんて、さすがに悪い気がする。当然、丁重にお断りしたが、新人は気を使わないの。なんて言って半分以上の仕事を引き受けてくれた。おかげで3日かかる予定の仕事が2日の残業で済んだ。仕事が終わった翌日、休憩時間にお礼のお菓子を彼女に渡そう、と思っていたのだが、ふざけんな！お前が入れたデータ間違ってんじゃねえか！社長の息子の大声がオフィスに響いた。もともとお預かりしたデータのまま入れてます。私のミスじゃありません。資料をもう一度確認してください。お前が作ったデータが間違ってるんだから、お前のミスだ！言い分がめちゃくちゃです。お前の仕事はどんだけ適当なんだ！社長の息子とその女性社員は怒鳴り合いになり、とうとう大喧嘩に発展してしまった。私も一緒に仕事をしたから知っている。彼女のミスではない。違いますと一言言ってやろうと思い、私が立とうとしたその時。社員は奴隷なんだから、言うことを聞いてりゃいいんだよ！パンと弾けるような音と同時に彼女が少しよろけた。頬を押さえる素振りを見て私ははっと気づいた。もうこんな会社知りません。私を採用してくれた前の社長に恩義があったから続けてきましたけど、やめます。そうか、好きにしな。ぶち切れた彼女は頬を押さえたままバッグを持って会社を出て行ってしまった。社内が騒然とする中、社長の娘はビューラー片手に、やっぱウケる！などと笑っている。この会社は狂っている。誰もがそう感じていた。後で別の先輩から教えてもらったのだが、前の社長が心臓を患って突然亡くなり、現在の社長になってからグダグダな体制になってしまったらしい。今の仕事はほとんど前社長が取ってきたもので、新たな仕事を得ることも少なく、経営自体も右肩下がりになっているという。前社長は人柄採用を重視する人で、学歴の低い人でも積極的に採用したりしていたので、今でも恩義を感じている社員は少なくないそうだ。というか、悟り期を乗り越えて3年以上勤務している人は、全員前社長の残した会社を守ろうという執念で働いているようだった。私も早くここから逃げ出そう。そんな風に思っていた矢先。社長の娘に仕事の完了報告をしようと思い、その姿を探していると、社長一家が仲良く会話しているところに遭遇した。息子がいる時に話しかけたくない。また仕事を押し付けられそうだし、と思わず身を潜める私。すると、いや、実は俺が作ったデータが間違ってたんだ。息子の声が聞こえてきた。その言葉に、私もと続ける娘。社員のせいにすれば大丈夫。困った時は社員のせいにしておけって教えてるだろ。と、驚きの言葉を発したのは社長だった。父さんがそう言うからさ、俺間違った指示出したっぽいけど、とりあえず怒鳴ったらやめてったから、めちゃくちゃ笑ったわ。
あ、お兄ちゃんのあのミスさ、元をたどれば私がやらかしたかも。はぁ、お前かよ。どうすんだよ。やめちゃったじゃねえか。やめさせたのはお兄ちゃんでしょ。まるで軽い兄弟喧嘩のノリなのに、内容はあまりにも最低だった。息子どころか、このアホ兄弟のミスで、彼女は囚人監視の中責められて辞めたのか、平手打ちまでされて、ひどすぎる。社員なんてハローワークに頼めば適当な条件でいくらでも入ってくるから大丈夫だ。お前たちの働きやすいようにしなさい。父さんマジ最高。パパ大好き。思わず気分が悪くなって、報告も後回しで私は外の空気を吸いに出た。真面目に働く人を踏みつけにするような、こんな会社があっていいはずがない。私はどうしたらいいのだろうか。その後、帰宅しても心の中のモヤモヤは晴れず、すっかり重い気分のまま一晩過ごした。次の日出社すると、社内が何やらざわついていた。珍しく社長が早くから会社にやってきているし、何かあったのだろうか。誰かに聞いてみようと思っていたら、先輩の一人が私に気づき、挨拶ついでに状況を教えてくれた。何でも先日うちの会社で最終チェックを頼まれて納品したプログラムのデータに誤りがあり、先方が激怒しているらしい。役所のとある部署が利用するシステムだったこともあり、事態は私が思う以上に大きな問題になっていた。何でも、県内に住む人の個人情報が漏れ出た恐れがあるようだ。世間に知れたらバッシングの嵐だろう。今で言うならマイナンバー問題のような状態だと思ってもらえばいいだろう。先方からも急いで修正するよう指示を受けており、きちんと直して謝罪すれば何とか許してもらえそうな話にはなっているらしいのだが、そもそも急いで直せるようなミスではなかった。全員で取り掛かっても厳しいだろう。というのも、そのデータを使う際のマニュアルが配られたのだが、マニュアル自体に誤りがあったのだ。なのに最終チェックで OK を出し、納品というオチである。マニュアルは息子が酒を飲みながら作成し、娘も居眠りをしながらチェックを行っていたことが判明した。またアホの二人がやらかしたのだ。よし、これは会社の一大事。全員で取り掛かってもらうぞ。サービス残業で解決しろ。と意味不明の檄を飛ばす社長。しかし社員からすると、会社の一大事を招いたのはあなたの子供のせいなんですけど、という感じだ。なのにサービス残業しろって、いろいろと問題発言を連発していることに早く気づいてほしい。結局その日、社員は休憩時間を10分しか与えられず、会社の電気を消して、まるで誰も残っていないふりをしながらみんなで残業した。その間、隣の席の社長の娘はパソコンにすら向かわず携帯を触ったり、いつも通りメイクをいじったり、休憩も存分にとって残業もせず帰っていった。後で聞いた話だが、息子の方も同様だったという。こんな会社、もう我慢できない。翌日、私と社員たちは社長の元へと向かって退職願いを出した。なんだこれは。書面の山を見て絶句する社長。昨日残業の後にみんなで集まって話し合ったんです。もう会社を辞めようって。一人の先輩が口火を切る。それに続くように別の先輩が、前の社長がいなくなった時点で、この会社に未来はないと早く気づくべきでした。と悔しそうにうつむいた。待て。今は会社の一大事だ。全員で取り掛かっても先方が提示した期限内に解決できるかどうかわからないトラブルを抱えてるのに。と慌てる社長。私が、じゃあ娘さんもみんなと同じように働かせてください。隣でずっとサボってましたけど。と言うと社長は、あいつはいいんだ。と言う。意味がわかりません。社員みんなで取り掛からなきゃいけない危機に、
なんで社長の娘さんは何もしなくていいんですか？元はといえば、息子さんと娘さんが招いた問題ですよね。あいつらはいつかこの会社を担う人間だからいいんだ。私の子供だからな。その会社、今まさに潰れる危機に瀕してるじゃないですか。大丈夫だ。潰れるまではいかんよ。最悪でもギリギリで持ちこたえるさ。そんなやりとりを横目に、私は静かに社長室の扉を開け、ある人物を招き入れた。そう、社長の息子に辞めさせられた彼女。あの元社員の女性を見た瞬間、社長の顔がこわばる。お前、辞めたくせに何の用だ？社長の言葉に彼女は、ふーと一度深呼吸をして静かに語り始めた。私は以前、あなたの息子さんに食事や、大人の個人的な付き合いを強要されていました。断ればどうなるか分かっているな、と脅され、一人暮らしの私の住所は息子さんに知られているので報復が怖くて、息子さんの気が済むまで耐えるしかできませんでした。彼女の突然の暴露に、どうして早く言わなかったんだと声を荒げる社長。言っても、子供を異常なまでに溺愛している社長が対応してくれるとは思えなかったからです。図星なのか社長が黙る。退職する1週間前、息子さんが恋人ができたから私は用済みと言ってきたので、あの件がなくても退職しようと思っていた矢先のことでした。静かに退職しようと思っていましたが、その後の会社のずさんな経営を耳にして、私が立ち上がらなければ社員全員ダメになってしまうと考え直したのです。そして昨日、みんなで退職すると報告があったので、私も決意を固めました。きっと強い力で睨む彼女に社長が一瞬ひるんだのを私は見逃さなかった。私はこれまで自分の身に起きたことを息子さんからのメールを証拠にマスコミにリークします。そしてこの会社を潰します。待て！それはやめろ！待ちません。むしろ今まで十分待ちました。頼むから考え直せ、と叫ぶ社長に私はそっと声をかけた。仮に彼女が黙ってくれても、他の社員は黙ってないですよ。この会社に来て、私の財布から現金が盗まれるようになって、こっそりペン型カメラを置いてたんですけど、娘さん、すっごく手癖が悪いんですね。ふふっと私が笑うと、社長は一瞬で顔面蒼白になった。会社を辞めた彼女が暴露してくれないなら、この盗難の件を持ち出して社長を黙らせようと思っていたが、叩けば埃だらけの敬米のおかげで、社長はすっかりうなだれていた。他の社員たちも口々に息子から言われた暴言、娘への不満を爆発させ、私たちは社長が何を言おうと問答無用で会社を後にした。その後、社員たちの告発が世間に広まり、社長一家は家族全員で記者会見を行う羽目になった。個人情報の漏洩だけでなく、後に明らかになった社長一家の横暴ぶりも裁判に持ち込まれたからだ。そして裁判に負け続け、これでもかというほど社会的な制裁を受け、当然のように会社は倒産した。世間から姿を消した社長一家だが、ネットで少し調べれば、すぐに3人の顔が出てくるので、再起は相当難しそうだ。実際、娘は化粧と髪型を変えて再就職したものの、すぐにバレて数ヶ月で離職した。息子に至っては、もともと働くことが嫌いだった節があり、恋人にも当然のように振られ、どこかの公園で寝泊まりしていると聞いている。社長は知らないところで様々な悪事を働いていたようで、刑事事件に発展して、とうとう自己破産の浮き目を見た。一方、あの会社を退職した社員は、みんなそれぞれ新たな道に進むことができた。同じ職種の会社に再就職した人もいれば、フリーランスで活動している人もいる。このあたりは
システムエンジニアの強みだろう。あの時、みんなで退職しませんかと提案してしまった身としては、もし誰か一人でも再就職が決まらなかったら、と不安を抱えたこともあったが、杞憂に終わってよかったと思う。やっぱり日頃頑張っている人の努力を神様は見てるのかも、なんてね。私は再就職先で数年働いた後、仕事を教えてくれていた先輩上司と結婚し、現在は専業主婦になっている。子育てが落ち着いたら、在宅ワークでエンジニアに復帰してもいいかもしれないが、まあ当分は専業主婦を楽しませてもらおうかなという気分だ。娘が生まれたばかりだし、もう少し落ち着いたら筋トレもしたいな。子供の授業参観でママ若いなんて言われたいし、美人ママって言われちゃったりして、可愛い娘と優しい夫に囲まれて、私は毎日幸せです。義父の介護を一手に引き受けてきた私に、あんたは家族じゃない。葬式の席なんかないわよ。家政婦は裏で働きなさい。と、姑と義士から怒号が飛ぶ。そして二人は顔をにやつかせながら、大丈夫よ。介護は私たちがやったことにすれば、あなたの手抜き介護が咎められる心配はないわ。信じられない二人の言動に私は言葉をなくした。私の名前はミキ、56歳。介護士のパートをしている。夫の秋行は1歳上のサラリーマン。息子が一人いるが就職を機に家を出た。大学入試を乗り切り、就職活動も終わった。育児の大きな山場を越えて、これからは一息つけそう。そんな時、我が家は激震に揺れた。義父が脳梗塞で倒れ、介護が必要になったのだ。私は足腰が弱いから介護は無理よ。姑が電話で我が家に相談してきた。夫には一人暮らしをしている独身の会社員の姉がいる。姑が無理となれば、義士か我が家で義父の世話をしなければならない。間もなく家族で話し合いが持たれた。身内に介護のプロがいるんだから決まりよね。義士が流し目で私を指名してきた。そんな流れになるのは予想していたのだが、だからといって仕事と身内の世話を同じレベルで論じるには違和感がある。反面、介護士ならではの視点で感じることもあった。持て余す肉親の介護をデイケアに任せるご家族が、親の面倒は子が24時間見るべきとする自らの道徳心や周囲の目に苛まれ、そして苦悩する。仕事柄、親への恩義と介護の苦労の狭間で崩れていくそんな家族をいくつも見てきた。私と義父は血のつながりはない。血縁にはできない割り切り方が私にはできるのではないかと思っていたのだ。お父さんのことをどう思っているの？その場で私が夫に尋ねると、彼は、一人前に育ててくれた恩義がある。ときっぱり言い切った。その時、私の気持ちに整理がついた。じゃあ、私がお父さんの介護を引き受けます。すると姑と義士は満面の笑みで、あ、そう。じゃあよろしく。と言う。まるで粗大ごみを扱うような物言いに、私は悲しみと怒りを覚えた。こうして私たち夫婦の介護生活が始まった。まあ、どのお宅でもありがちな事態が日々起きた。入浴の介助、排泄の処理、真夜中の呼び出しベル。私はパートをこなしながらの介護は困難と判断し仕事を辞めた。しかし、一人で全てを請け負えば疲れ果て、
早晩倒れてしまうだろう。一定の時間をデイケアに任せ、自分のメンタルを健全に保つ工夫をした。しかし、そんな私の介護の仕方に、姑と義士からクレームが入った。デイケアに任せるなんて手抜きよ。身内の世話を赤の他人にお願いして心が痛まない？ 24 時間完全介護を私一人に強要してきたのだ。いくらなんでも私が潰れてしまいます。さすがの私も反論するのだが、仕事を辞めた私に余裕があるとでも思うのだろう。デイケアに任せるってのは世間的には親不孝者だからね。この罰当たりが。そうよ。親をないがしろにすると地獄に落ちるわよ。私は二人の罵詈雑言が我慢できず、私に介護を押し付けておいて、そんなことがよく言えますね。と思わず本音が出た。言ってるでしょ？私は足が悪いって。言ってるでしょ？私は働いてるんだから。姑も義士も自分の都合だけを何度も繰り返し、自分の夫であり、父親である義父の面倒を見ることはない。いつもこんな感じだったので、デイケアの費用なんて1円も出してくれなかった。嫁は他の家から来た一番下っ端なんだから、率先して汚れ仕事をするべきだわ。と姑が言えば、そうよ。末席が口答えするんじゃないわ。嫁は家政婦なんだから。と義士。結局私が介護をしている間、二人の感謝の言葉は一切なかった。そうは言っても私の苦労が全くいたわれなかったわけではない。ことあるごとに夫は、毎日父さんを見てくれてありがとう。と言ってくれていた。休みの日は介護を代わってくれたし、たまにケーキなんか買ってきてくれたりした。そういったプチご褒美で気力は何倍も湧くのである。こうして介護は5年ほど続いた。そして、いつか来るものではあるけれど、その日はやはりやってきた。お別れの日。当たり前だけど、そういう時にはいろんな感情が湧いてくる。亡くなってしまえば、義父のいいところばかりが思い出され涙が出た。その反面、ほっとした気持ちもある。口に出せること、出せないことが一緒くたに押し寄せるのが介護を経てのお別れだと思った。そんな複雑な気持ちで告別式を迎えた。式は身内の葬式でよく行われるセレモニーホールの一室を借りて行う今時の形。しかし驚いたのは、その場に集まってきた親戚に義父の最後の様子をとうとうと語る姑と義士の姿だった。介護は本当に大変でした。とか。父は病床でも笑っておりました。介護は子供に帰ったような時間だったのでは。やら、好き放題話しているのだ。これに対して親戚の方々は、本当にご苦労様。最後まで面倒を見てくれてありがとう。などと姑と義士にお礼を言う。私は信じられない光景を目にして硬直した。その時、姑が靴音を立ててこちらに歩いてきた。黒い大理石のフロアだったので、そのカツカツがものすごく響いた。姑は私の前で止まると仁王立ちした。何の用かしら、喪服なんか着て。つかみかからんばかりの勢いだ。私は、お父さんと最後のお別れに、と続けようとしたのだが、嫁に葬儀の席なんかないわと怒鳴られた。そして姑の後から来た義士が、裏で働いててね、家政婦さん。あんたは表に出る立場じゃないんだから。
と私の肩をぐいぐい押してくるのだ。二人は顔をにやつかせながら、大丈夫よ。介護は私たちがやったことにすれば、あなたの手抜き介護が非難される心配はないわ。と言う。え？信じられない言葉が私の体を固く縛りつけた。私は義士に肩を押されたまま、呆然としていた。ほとんどの介護をデイケアに任せて、全部自分がやってたなんて恥ずかしくて言えないもんね。だから安心して。あなたは介護担当じゃなかったことにしてあげるから。二人は醜い笑い声を上げた。どうしよう。どうしよう。こんなことって。あまりのやるせなさ。絶望で震えそうになったとき、夫が私の肩を叩いた。大丈夫。俺が何とかしてやる。私は振り返って夫を見た。無意識に涙が浮かんでいたのだと思う。歪んで見えたけれど、夫が何度もうなずく様子が分かった。葬儀開始の時間になった。夫の指示通り、私は姑たちと距離を取り、入り口で係の人の横に立った。ご列席の皆様、と司会が挨拶する。参列者に配られた式次第の変更を司会がマイクで告げる。順番を変更させていただきます。その声はホール中に響き、少し場内がざわついた。最後に行われる予定でした喪主の挨拶を冒頭にさせていただきます。司会者がそう言い、マイクを夫に渡す。ご列席の皆様、喪主の紹介がありましたが。夫が自己紹介を始めた。個人の息子ではありますが、この葬儀の喪主ではございません。え？会場中にどよめきが起こった。喪主じゃない。そのどよめきに困惑が込められていたのは言うまでもない。親戚にすれば、れっきとした個人の長男。正真正銘血縁である。どういうこと？夫はその声に応えるように続けた。私の嫁が、個人の妻と娘から、嫁は家族じゃない。葬式の席はない。裏で働け家政婦、と言われました。家内がそのような扱いを受けるなら、私も覚悟があります。この家族とは、この時、この場で絶縁させていただきます。ホールにこだまする夫の声に、姑と義士が慌てふためいた。ちょっと？突っ込む言葉も息絶え絶えだ。夫は冷たい視線を投げ、マイクで自分の母に問いかけた。じゃあ、何の根拠があって、嫁は家族じゃないって言ったんだ？口調が厳しく、マイクが少しポーンとハウリングした。夫は続ける。それはもう追及だった。よく大変な介護でしたとか自分で言えたもんだな。一度だって父さんの様子を見に来なかったくせに。え？姑、義士だけではない。会場中が驚きの声で騒然となった。義父の介護を自慢していた姑と義士が何もしないどころか、金銭的な援助もせず、ひたすら嫁にその仕事を押し付けていた。周りが驚くのは当然だろう。会場の皆さん、父の介護は、私の妻が一手に引き受けました。これがその記録です。夫はスマホを取り出し、夫と共有していた義父の介護記録を白日のもとにさらした。そのメモには私の介護の様子が克明に記されていた。夜のメニューが重ならないよう、流動食でも味を毎回変えるなど、ミキは頑張ってくれました。夜の排泄の回数も記録しています。
便秘を気にしてのことです。記録に残る私の介護の様子が夫の口から伝えられた。もはや姑と義士が義父の介護をしていたということを信じる人間は誰一人いない。ここぞとばかり夫はこれまでの経緯をぶちまけてくれた。私の妻は母さんや姉さんからデイケアなんて自分の責任を放棄したサボりでしょって言われました。ですが父の介護を一日中担当したら妻自身も潰れてしまう。デイケアの利用は大いに結構だと思い、私が手続きをしました。それを母と姉は介護の手抜きだと言い、デイケアの費用も出さない低たらくでした。こんな説明に姑は、だって嫁は介護のプロでしょと反論するも、それも夫が切り捨てた。俺の言うことを事実だと認めるんだな。それは。言葉に詰まる義母に、父の介護を何もやってないから簡単にボロが出るんだ。と夫は吐き捨てた。そして続ける。俺の妻はボランティアでも何でもない介護士だ。妻はじきにするなら、彼女が父の介護に充てた時間と時給をかけて賃金を請求するから全額払えってんだ。理路整然とした夫の言葉に、私は足が悪いから。私は働いているから。と、姑と義士はかつてと同じ言い訳を繰り返した。葬儀場は冷めた空気に包まれている。それに気がつかないのは当の二人だけ。そして夫は参列した親族に語りかけた。会場の皆さん、妻に介護を押し付け、嫁は他の家から来た一番下っ端だから汚れ仕事を引き受けろとか、嫁は家族じゃないから席はなしやら、裏で働いていろ家政婦とかいう母と姉こそ父の葬儀に参列する権利はない。しばしの沈黙の後、一人の男性が立ち上がった。家族じゃないと言うならわしもそうじゃ。この場で一番の年長者、義父の実の兄だった。姑が息を飲む。わしの戸籍も別だし、何よりこんな奴らと家族、いや親戚とも思われたくない。真剣に介護を頑張ってくれたお嫁さんとは家族ではありたいと思うが。すると女性の一人が席を立った。私も親戚だと言われたくない。今度は義父の姪。こうして親族たちが姑と義士に絶命を申し渡していくのだった。父の妻である私の母と娘である姉こそ他人。私の妻を家族として正式に認めるということでいいですか？会場からやんやの喝采が起こった。ミキさん、最後までありがとう。頑張ってくれたね。事情を知った親族たちが私をねぎらってくれた。夫が入り口の近くにいた私を迎えに来てくれた。ありがとう。改めてようこそ。私は涙を流しながら手を差し伸べてくれた夫の手を握り返した。私の横に立っていた会場の係の人が扉を開けると、姑と義士がおえつを漏らしながら出て行った。こうして告別式は幕を閉じた。義父が好きだったシューマンのトロイメライが式場内に流れ、個人がたしなんだ日本酒の獺祭をお棺に入れてあげた。義父にはいろいろ言いたいことはあろうが、それなりの鼻向けになったと思う。もう苦しいことから解放されるね。85年間、本当にありがとう。こんな優しい夫を育ててくださって、本当にありがとう。お棺をお見送りするとき、私はもう一度頭を下げた。お父さん、ありがとう。
義父を見送り、私は介護士として一回り成長できた。元はといえば、姑と義士の押し付けで義父の介護は始まった。デイケアの利用に文句を言われたり、嫌なことはあったけれど、夫との絆が深まったことなど、全体としては良かったと思う。私はその後、介護の現場に復職。パートから正職員になり、管理職に昇進した。新人介護士の愚痴を聞きながら、介護される方のご家族の葛藤にも耳を傾ける毎日だ。一方、親戚中からソース感を食らった姑と義士は、近所の冷たい目に耐えきれず、遠方に引っ越していった。多分、もう会うこともないだろう。まあ、肉親である私の夫から絶縁宣言をされたからには致し方ない。庭に植えようかと思って。夫がホームセンターで買ってきた桔梗の苗を差し出した。お父さんが好きだったやつだね。お盆に帰ってきても寂しくないようにね。その苗を植えながら、私は青い空を仰いだ。私に自分の幼子を押し付け、兄嫁は言った。5人目が生まれるから同居する。パラサイトシングルで子供も産めない生産性のない人間は出て行って。あんた邪魔なのよ。実家に転がり込んで、私を家政婦のように扱っておきながら、なんてことを。見ていろ。私の名前は山田ニナ。この前の誕生日に、ついに40歳になってしまった実家暮らしの独身貴族だ。10年前、急な母の他界を機に実家に戻り、在宅勤務となった。愛妻家だった父のフォローのためである。そんな折、商社マンの兄、和樹が年の差婚をした。結婚相談所で知り合った彼女は、家庭的でおしとやかな女性らしく、数回会っただけで兄は続婚。私より年下。30代前半の若い義士ができたのだ。子供ができた兄夫婦は実家近くのアパートに引っ越してきた。父は可愛い孫に大喜び。しかし、これが私の不幸の始まり。兄は出張で家を空けることが多く、兄嫁はその度、我が家の戸を叩くようになった。70手前の父は税理士で外で働いている。うちにいるのは在宅ワークの私だ。今日もドアを開ければ荷物を抱えた兄嫁が立っている。ワンオペ育児きつくて、家にいるんでしょ？ちょっと息抜きさせてよ。そう言って荷物をどさどさと置くと、まるで自分の家のように勝手気ままにくつろぎ出すのだ。ほぼ毎日ダラダラしに来ておいて息抜きだと？赤ちゃんが泣いても自分は全く動かず、おむつだと思うから変えといて。だの。ミルク作って飲ませといて。人肌にしてよ、やけどしちゃうから。だの。全部私にお世話をさせる。泣いている姪に罪はない。世話をしてニコニコと微笑まれれば可愛くて仕方なかった。兄嫁はそんな私の姿にほくそ笑んでいたんだろう。その後も子供をポンポン産み続け、気づけば我が家は4人の老い姪がいる託児所のようになっていた。あの兄嫁のことを思えないほど上の子たちはしっかりするようになり、反比例して兄嫁はより自由になった。子供たちには仕事に行ってくると言い聞かせて出かけているが、なぜ帰ってきた後でネイルや髪型が変わっている？それにその大量のショッピングバッグは何？幼い子供たちを置いて遊びに出かけるなんて母親としてどうかと思うんですけど。私の苦言を兄嫁は鼻で笑った。実家に帰省してる独身女が何よ。そういう話をしてるんじゃ。
子供産めないあんたに貴重な体験させてあげてるんだから感謝したらどう？なんてことを。これまでに出会いがなかったわけではない。だが、若い頃の病気で子供を作れない私は結婚には踏み切れなかった。相手の親御さんに反対されることもあったのだ。兄嫁の物言いに私は言葉を失ってしまった。おいめいは可愛い存在だが、それは話が別だ。朝から子供の世話と家事に追われて仕事が進まない。私は兄嫁たちが帰った夜から寝る時間を削って仕事をすることになった。兄嫁は父や兄の前では態度が違う。父が帰ってくる頃にはきれいに化粧を落とし、落ち着いた服に着替え、買ったものを車のトランクに詰めて何事もなかったかのように出迎える。そして、お手伝いすることはありますか？なんて、どうよこの歌舞伎役者もびっくりの早変わり。そんな兄嫁だが、父が孫に会うのを邪魔することはできない。私さえ我慢すればすべて丸く収まるんだとそう思っていた。ある日のことだ。父が休日を利用して家族全員で遊びに行こうと誘ってくれた。私は辞退した。何しろ誰かさんのおかげで仕事が溜まっている。すると兄嫁が殊勝な顔で言った。ニナさん一人では家事やもろもろ大変だと思いますし、私も残ります。あなた、久しぶりに親子水入らずでゆっくり楽しんできて。いやいや、何企んでるの？彼女が残るくらいなら私も出かけよう。準備をしようとした時にはすでに遅く、二人は母親がいるならと一番下の1歳の子供を置いて出かけて行ってしまった。兄嫁は二人が出かけたのを見送ると、私に眠る末っ子を押し付け、おもむろに冷凍庫から私が楽しみに買っておいた高級アイスを取り出した。それ、私の…文句を言おうと口を開いた途端。さ、同居しようと思ってるのよね、ここで。と切り出してきた。はい？やぶから棒で、思わずアイスの文句も飛んでいってしまった。どういうこと？だって、今のアパートじゃ手狭になるし、タイミングもちょうどいいしね。タイミング？察し悪いわね。お腹に5人目がいるのよ。マジですか？兄一家にはすでに子供が4人いる。長女は幼稚園の年長。長男、次男は双子で年少。末っ子の姪は1歳になったばかりで、今も私の腕の中ですやすやと眠っている。もう一人世話をさせようというのか。頭がクラクラしてしまう。うちの実家は遠いし、こっちの方が楽なのよね。それに産後半年くらい世話になろうとしたら、親に頼ることを前提に子供なんて作るなーなんて文句言うのよ。マジめんどいよね。いや、めんどいのはあなたですけど。だいたい遠いと言うが、高速で1時間も走れば着くはずだ。実家に断られたツケが私に回ってきていたというわけか。兄嫁のご両親は旅館で働いていて、軽々しく頼られても困るのだ。とはいえ、赤ちゃんがめでたいことには変わりない。だが、なぜ今までと変わって同居という話になる？首をかしげる私に兄嫁が言う。上の子も来年は小学生だし、物入りになるし、それに今のアパートの契約更新もあるし、ちょうどいいかなって思って。だからさ、ニナさんも早く出て行ってね。え？思わず末っ子を落としそうになってしまった。何言ってるの？夫にはあんたが出て行きたいって言ってるって伝えてあるし、子供部屋おばさんなら貯金あるでしょ？さっさと荷物まとめてね。そんな勝手なこと。うちはもうすぐ7人家族よ。1人増える分、1人出て行けばプラマイゼロよね。どんな算数よ。呆れる私に兄嫁は淡々と続けた。
お父さんはなんだかんだでまだ働いてて、リフォーム代とかの支払いもあるし、一日中だらだら家にいるあなたが一番いらないのよね。いや、私も仕事してるんだけど。私が口を開くと、兄嫁はカンと空になったアイスカップを机に叩きつけて、じろりと睨みつけてきた。ここまで言ってもまだわかんないの？パラサイトシングルで子供も産めない人間は出て行って。わかる？あんた邪魔なのよ。いや、あなた、がっつり私に子供の世話させてますよね。それを邪魔って。あ、言っとくけど、遠くには引っ越さないでよ。今まで通りうちの子供らの面倒を見てもらうから。通える距離で、だから私たちの今の部屋にあんた引っ越せばいいわ。明暗だとでも言いたげに、兄嫁は一人でうんうんうなずいていた。どうせ長男の夫が継ぐんだもの。準備は早ければ早い方がいいのよ。作戦の全貌はもはや筒抜け。父が亡くなれば、リフォームローンの返済は免除される。その際、同居実績があれば、家は長男、そして嫁のものという算段だ。家政婦もついてくればなおいい。そうは問屋が下ろすものか。それから1ヶ月が経った。一向に出ていく様子のない私に兄嫁はあからさまにイライラするようになった。ある日、私は久々に出社した。くたくたになって帰宅し、着替えようと部屋に入ってびっくりした。なんと、家具以外の自室の私物がほとんどなくなっており、代わりに大量の段ボールが積まれていたのだ。何これどういうこと？まさかと思い段ボールを開けて私は絶句した。お気に入りのインテリアや小物、思い出の品々に至るまでめちゃくちゃに詰め込まれていたのだ。箱の一つは外までシミが漏れており、何だろうと確認して泣きそうになった。乱雑に詰め込まれたせいでお気に入りの香水瓶にひびが入ってしまい、一緒に入れられたアルバムや本に染み込んで強い方向を放っていた。ひどい。は？荷造りしてあげたのに何よその態度。驚いて振り返ると、そこにいたのはパジャマ姿の兄嫁だった。お姉さん？なんでこんな時間に？うるさいわね。あんたがさ、いつまで経っても家を出て行かないから、仕方なく私が梱包してあげたの。そしたら遅くなっちゃったし、泊まることにしたのよ。まったく、いい迷惑だわ。誰も私は頼んでないでしょ。出てくなんて一言も言ってないわ。いい加減自立しなさいよ。あんたのせいでどれだけの人間が迷惑してるか自覚ないの？言いたいことは一つや二つではないが、さすがに喧嘩する時間ではない。ぐっとこらえた私を見て、兄嫁はにやりと勝ち誇ったように笑った。お父さんや夫の意見なんてどうとでもなるのよ。生き遅れの役立たずババアと、若くて低粛な私なら私を選ぶに決まってるの。生産性のない人間なんかいらないのよ。それじゃあ出ていくとするか。兄嫁の背後に静かに立っていたのは、にっこりと微笑みを浮かべる父だった。お父さん起きて、一体いつから？出産できない僕も、君の夫も生産性皆無だから出ていかないとね。いや、これは女の人の話で。私が産めないのも私にとっては当たり前よ。あんたは黙ってて。青くなったり赤くなったり忙しい顔色だ。父は必死に言い訳しようとする兄嫁を無視するとどこかに電話をかけた。父はしばらく誰かと話した後、電話を切って私に向き直り静かに言った。今夜はもう遅い。ここにいてもゆっくり休めないだろう。少し遠いが宿が取れた。タクシーも呼んだし、今夜はそこに行きなさい。私のスマホが鳴り、父から宿の名前が送られてきてハッとする。私は父とうなずき合うと貴重品を持ってその場を離れた。ちょ
待ちなさいよ。出て行けと言ったのは君だ。近所迷惑だから静かにしなさい。明日は休日だし、和樹も帰ってくる。家族会議をしようじゃないか。背後で聞こえる父の有無を言わさぬ一言に、兄嫁がぐっと言葉を飲み込んだのが分かった。翌日。なんなのよ、こんな。大げさだわ。あなた、お腹の子に触ってもいいの？膨らんでないお腹をさすりながら、ぶつくさと兄に訴える兄嫁を無視して、兄と父と兄嫁、そして私がリビングで顔を突き合わせて座っている。妊娠中はストレスが一番の大敵なのよ。それに私たちの可愛い子供たちはどこ？ねえ、あなた。子供たちは信頼できる人に預けてる。信頼できる人？子供は母親から離しちゃいけないのよ。こんなのおしまいにして早く迎えに行きましょう。随分と子供たちを心配するんだね。ほとんどニナに任せているくせに。え？言葉を失った兄嫁の目の前に、兄は大きなカバンを開くと中身をどんどん取り出していった。うちの冷蔵庫や食料品だよ。ほとんどの食品の賞味期限が切れてるんだよ。ちょっと。それだけじゃない。クリーナーのウェットシートは乾いてるし、掃除機にはホコリが溜まってた。写真は撮った。兄嫁は居心地悪そうに体を縮めた。当たり前だ。約5年間、日中はこの家で過ごしていたんだから。違うの。だってニナさんが誘うから、息抜きも兼ねてお邪魔してただけで、そんなサボるなんて。在宅仕事してるニナを何だと思ってるんだ。こんな生活しながら、俺が毎月渡してた生活費の20万円はどこに行ったんだ？浮かしたお金を子供たちの将来のために貯金してるの、決まってるでしょ？はあ？通帳の残高がゼロなのに貯金？え？そう言って兄は一冊の通帳を広げた。子供のお小遣い程度の残高である。やだ、ちょっと、家計の管理は私に任せてくれてるんじゃないの？勝手に見ないでよ。将来のための貯金はどこにあるんだ？だからそれは、別の口座に。へえ、どの通帳？見せてくれよ。ほら、そう、子供名義で作った通帳。子供の将来のためだもの、そっちに移動させたの。兄がカバンから静かに2冊目の通帳を取り出した。これだよな。兄嫁が青ざめる。開くと案の定、残高は似たようなものだった。子供のお年玉はどこかしら。改めて聞き直すぞ。金はどこだ？黙り込む兄嫁に、兄は大きなため息をついた。仕方ない。言ってやろうか。エステに、美容院と買い物、それにパチスロだろ？なんで？まさかあんたが。兄嫁がきっと私を睨みつけた。ニナじゃない。俺が更新所に頼んだんだ。え？そう、1ヶ月前。出て行け騒動の後、私は意を決して兄と父に打ち明けた。二人とも驚きはしたが、私の発言を疑いはしなかった。それから意識して家の中を見ると、見たことのないブランドバッグやら服が増えててびっくりしたよ。それでも最後までお前を信じたかったけど、この通りだ。兄が封筒を取り出してきた。中身は更新所の調べによる大量の写真だった。それこそ実家から派手な姿で出てきて、買い物から始まり、合流して帰ってくるまでの一部始終が撮られていた。こんなの合成？いい加減にしろ。子供のことをニナに丸投げしてた証拠がこんだけ揃ってて、まだ言い逃れできると思ってんのか？ごめんなさい。子育てのストレスでつい。ストレスっていうのは忙しい奴の言うセリフだ。彼女は鬼の形相の兄にひれ伏していた。
しかしその横顔は冷静そのもので開き直っているようにも見えた。お願い、許して、反省してるわ。だから、もうこの話は終わりにしましょう。なんだと？だって、私のお腹には新しい命が宿ってるのよ。これ以上のストレスはこの子に毒だわ。それに、他の4人の子供たちとも離れたくないでしょ？そう言ってにやりと微笑むと兄嫁は私を見た。言っちゃ悪いけど、生産性のないニナさんに子供は期待できないし、それに離婚したら女親である私が子供の親権者になるわよ。私たちが出て行ったら二度と孫は抱けないし会えなくなりますよ。それでもいいんですか、お父さん。そう言って父に向き直った。無言の私たちを見て兄嫁は勝ち誇ったようにお腹を撫でた。何より、幼い子供たちを路頭に迷わすようなことをしませんよね。そんなことをしたら人でなしですもの。人でなしは君の方だろ。え？父の静かな言葉に兄嫁は固まった。和樹の話を聞いてなかったのかな。更新所で調べたって言ってたろ。こっちはな、君が友達に下品な自慢話してるのも知ってるんだよ。父の目くばせに兄が小型のレコーダーを取り出して再生し始めた。子供産んだ方がお得よ。児童手当とか、補助金とか、大金が大量に転がり込んでくるの。管理できればこっちのものよ。遊ぶ金に困ることないんだから。だから私、あえて避妊具に穴開けておくの。でも育てるのにお金かかるじゃない？大丈夫よ。手当が出なくなって金がかかるくらい育ったら、逆にバイトなりなんなりさせて養ってもらえばいいのよ。痛みに耐えて産んでやるし、育ててやった恩があるのよ。当然でしょ？やめて！兄嫁がレコーダーをひったくろうとしたところで、兄はパッとそれをポケットに入れた。今にも倒れそうな真っ青な兄嫁に、父は追い打ちをかける。この家族会議はね、離婚前提なんだよ。夫も自分の子供すらも、上辺でしか大切にできないような人は家族の一員じゃない。そんな、子供たちはどうなるの？私のお腹の子は？出張の多いあなた、外で働いてるお父さん。どうせ家にいるニナさんの負担になるなら今までと同じじゃない。それなのに母親から子供を引き離すなんて最低だわ。同情を買おうと兄嫁が叫んだ時だった。最低なのはどっちなの？このバカ娘！私たちとは別の大きな声が部屋に響き渡り、兄嫁が背後を振り返って目を向いた。お母さん、どうしてここに？そう、兄嫁の実の母が立っていたのだ。昨日泊まったのはお姉さんのご両親が働いてる宿だったんですよ。その時に事情を説明したら、娘を連れて帰ると来てくださったの。母親に睨まれ、まさに蛇に睨まれたカエル状態の兄嫁。さすがは旅館の女将、迫力が違う。おちびちゃんはお昼寝中。上の子たちはお父さんがすぐ近くの公園に連れてってくれました。本当にこの子は、情けないにも程があるわ。ごめんなさい。謝る相手が違うだろ。ほら、あんたもちゃんと正座しな。私、お腹に赤ちゃんが。言い訳無用。早くしな。はい、すみません。泣きべその兄嫁を一括し、母親は隣に座ると三つ指をついた。皆様には、うちの愚女が大変ご迷惑をおかけしました。特にニナさん、大変申し訳ありませんでした。この子が汚したもの、壊したものはすべて弁償させます。使い込んだ貯金や、離婚後の養育費や慰謝料などの諸々も必ず払わせますので。ちょっと待ってよ。私そんなの払えないわ。無理よ。無理じゃない。一生かかっても、ビタ一文漏らさず、あんたに払わせるからね。そんな。子供のように泣き出す兄嫁を、母親は有無を言わさず連れ帰ることになり、
父親は180センチ超えの大柄な人とは思えないほど体を小さくして恐縮しながら私たちに頭を下げていた。まともなご両親なのにあんな娘が育つし、あんな母親の子供でもしっかりした子ができるのね。帰ってきた幼い子供たちを抱きしめる兄を見ながらそんな風に思いを馳せた。それから間もなく兄と兄嫁は別居。兄嫁が5人目を出産したことを皮切りに離婚した。もちろん親権者は兄だ。慰謝料と使い込んだお金は向こうのご両親が立て替えて一括で支払ってくれたらしい。その後、私の口座にも弁償費用らしい大金が振り込まれた。元兄嫁は両親の働く旅館で自分より若い先輩にしごかれ、両親の監視のもと365日、朝から晩まで住み込みで働き詰めだという。大量に買っていた私物をすべて売り払い、遊びに行くどころか出かける暇すらないらしい。しかも給与は差し引かれて手元に使えるお金もない。毎日、こんなはずじゃなかったと嘆いているそうだ。そして兄は出張の少ない部署に移動し、実家に戻って子供たちも実家で育てることにした。保育所なども利用するようになり負担も減った。子供たち自身、これまでも頻繁に預けられていた実家だし、ずっと見守っていた私がいるということで、戸惑うことなく元気にすくすく育っている。最近では、甥いや姪が私をニナママと呼ぶようになり、くすぐったいような、切ないような、照れくさいような変な気持ちだ。私が産んだわけではないが、可愛い子供たちに変わりはない。これからも家族全員で子育てしていくつもりだ。I don't want to take care of the elderly. Please cut ties with me here. In front of my retired mother and me, my brother's fiancé. The woman who should now be called my brother's wife declared loudly. The voice sounded as if it was squeezed out of the throat of a villain. My mother lives on a pension of 80,000 yen a month. I absolutely do not want to take care of the elderly, who do not bring me any profit. She said so too. I wonder if my brother is waiting for his mother to be cut off from him. I don't care if he regrets it. I shout at such a carefree pair. But, my mother is nothing. I am 35 years old. I am a single woman who calls herself a bee programmer. I am working on developing a system to improve business efficiency by answering clients' unreasonable requests and meeting deadlines. I work almost exclusively from home. 3 years ago, my father lost his job, so I just started working in Tokyo with my 70-year-old mother. My brother, who is 5 years older than me, is an ordinary office worker who is about to get married. My brothers have been dating for about 4 years and are living together in a rented luxury apartment, worried about their engagement. When I went to my brother and his fiancée's apartment with a gift, she greeted me with a thick gift that looked like a brain mask. I gave her the third cheapest hot plate that I had delivered from the good old Amazon. I wanted to give a gift to my brother who had been so fond of me since I was little, for his engagement. What? This is a gift. She looked at the thing she received suspiciously as if it were garbage. My brother likes teppanyaki, right? I hope he likes it. I was shocked by her gloomy expression. What, did you want a toaster? Or an oven? She said,
Backquote, there's no way something this cheap could be. Single quote. What, a hot plate? It's a household item. I was surprised, and she said that since it was a gift for my real brother, I should feel like I was giving him a big gift. I was so surprised by her words that my jaw almost dropped. A little while later, while my mother was waiting at a traffic light, she was knocked over by an annoying man who was running from behind. It's okay. My mother seemed to be smiling at the man, but her legs gave out and she couldn't stand up, so she was finally taken to the hospital by ambulance. She broke her ankle and was diagnosed with a 1-month stay in hospital. She asked my brother to be the guarantor for the hospitalization procedure. But there was no way my brother and his wife would be the guarantor. They hadn't even come to visit my father for 2 years since he fell ill. But then she suddenly showed up at my mother's hospital room. My mother and I were shocked, but what she said was something that I thought she would have expected. Don't get me wrong. She just came to refuse directly. There's no way she could be the guarantor. She was soaked without a word. She was in the hospital wearing a shabby, hairy outfit and smelling of fever perfume. And you can pay the hospitalization fees, right? I'm worried about being relied on, and I blatantly brought up the issue of money. My mother tried her best to smile, even though she was taken for a rude act. Even if she was a guarantor, it was just a formality. I've already paid the deposit, and I can leave in about 2 weeks, so I won't bother you. Then she asked me, I'm sorry, but your mother is on a pension, isn't she? How much do you get every month? 80,000 yen a month. Seriously poor. Seriously the worst. It's less than my allowance, isn't it? Since she got engaged, she seems to have quit her job and is getting a lot of allowance from her brother. She sulked back on the sofa, saying, I'm sorry that you have to live on 80,000 yen a month. You're doing well, she said, full of sarcasm. I replied without hiding my displeasure, saying that I can do it in place of my mother. Then she said, well, that's fine, but don't ask me for help because you're in financial trouble. Even if you rely on us, we'll refuse. The first time is the most important thing in these cases. Please don't rely on us. She looked down on us with a sense of wickedness and triumph. I was taken to task by her attitude, and I firmly told her that I had taken care of the guarantor matters, so it was fine. Hearing my words, she suddenly turned from Buddhism and burst into a big smile. Oh, I was worrying unnecessarily. Well, I'll leave it all to you. Saying that, she quickly left like the wind. As expected, my mother and I looked at each other and laughed. Then my mother suddenly asked me how much money I spend on myself. About 20,000 yen. That's not much. Not only for my future marriage, but also for the renovation of this house. I'm grateful that my mother gives me living expenses. When my father got sick, I went to the hospital almost every day and helped my mother. I understand the feeling of wanting to support me. Of course, she doesn't give my brother any pocket money. If she continues to dress like a celebrity, 80,000 yen won't be enough.
I heard that she only chooses girls from wealthy families as friends and frequently holds high-class lunch parties. My brother seems to be completely dominated by her, but is it okay since he has an ordinary salary? Then, just a few months after starting to live in an apartment, my brother and his wife came crying to me saying that they couldn't pay the rent. "Dad, help me." Saying this, my brother got down on the ground and begged my father. The rental apartment was not cheap, and at first both my parents and I were strongly against it, but at her strong desire, we forced the contract. As expected, the rent started to put a strain on our lives, and at this point we were 3 months behind on the rent. I still remember what she said at that time. "Dad is the guarantor, isn't he? Shouldn't we save our son from his suffering?" My father also tried to hold his head at this, but my brother got down on the ground and begged him, and he paid the rent in advance, without the IOU. I urged him to move to a property that was more suitable for him, but in the end he continued to live there until the renewal, and my father continued to pay the rent for 2 years. I was surprised that he came to ask me to continue being the guarantor with a straight face even when the contract was renewed. My brother was a little reserved at this time, but she boldly said that if we move, it will cost more money, and it would be better for us to continue living here. If that's the case, why don't you ask your parents to be the guarantor? When I said that, she glared at me with a little anger. My parents hate guarantors and debts. I'm really shocked. I don't like my family either. When she said it clearly, she tried to cling to my father, but he wouldn't even look her in the eye. In the end, the two of them moved to a different apartment. Ten's apartment was also a luxury apartment, but it was a personal property with some issues, the rent was cheap, and she hadn't rented it for a long time, so she didn't need a guarantor. Even if it was for a home, I wondered if she had the nerve to live in such a place. Even though the burden of rent should have been lightened, in the end my father had not paid back a single yen of the rent he had paid in advance. That's why there was no way she could be a guarantor for the hospitalization she mentioned earlier. I couldn't believe my ears when she said not to cause trouble. She is the kind of woman who doesn't work herself even though she is behind on her rent, and always wears new clothes and brand name items. 2 weeks later, my Mother's Day as a soldier came. Then my brother and his girlfriend appeared at the hospital and had something important to tell me. They arrogantly asked me to listen because they would be moving in soon. My mother and I had planned to go out for sushi to celebrate the graduation of our unit, but the two of them smiled and said, "Oh, if it's sushi, we'll join you." How brazen. Weren't they supposed to just tell us what they wanted and go home right away? But we knew that if we refused, they would just keep asking us. We had no choice but to agree. My brother and his girlfriend only ate expensive sushi at sushi restaurants, and they were tired of places like this. She was full and satisfied, so she started talking about the deadline. "Are you really going to live on a pension of 80,000 yen a month, Mom? Just thinking about the increase in nursing care and hospitalization is really depressing. I won't take care of my old language, so please don't rely on me. If you were worried about my mother's finances, you wouldn't eat so much sushi. Today I was extravagant, but I can live comfortably with 80,000 yen as before." My mother said sarcastically, but she was not the kind of person to understand such things. She declared, "We discussed it together and decided, I don't want to be relied on, so let's cut off all ties right away. Of course, I won't invite you to the wedding." The two of them spoke with devilish laughs. Apparently, the reason is that my mother will need rehabilitation in the future, and I don't want to be bothered by her time being taken up by issues other than financial issues. It's not that I don't want to help or care for my mother.
It's physically impossible. I thought it was a great consideration. My mother visited her with a straight face. Are you sure? Was my mother's expression too serious? She immediately burst out laughing for a moment and retorted, "That's what we should say." I can't believe I'm hearing it from my mother, who is the one being cut off. Is that okay, big brother? My brother was a little confused by what I said, but she said, back quote, "That's fine because she says so." Single quote. My brother has always been easily influenced by other people's opinions. He is a caring person, but now he completely follows her opinion. I understand what you two think. You should remember what you said. After hearing my mother's words, I told the two of them, back quote, "I'm going to cut ties with you too." Single quote. Both she and my brother looked surprised for a moment, but quickly replied, "Then you should never rely on us either. You will be the one to provide support and care for your mother. Your brothers will definitely regret it." I glared at them, but no. Absolutely not. A daughter has to take care of her mother even though she has an eldest son. Poor girl, she's so poor. Or rather, were they poor to begin with? She kept talking nasty to the end. So my mother and I cut off ties with my brothers. I don't know how the wedding took place. And 2 months later, early on a Sunday morning, we received an uninvited visitor. It was my brother and his wife, who had just gotten married. Without caring about my mother, who came out to the front door leaning on her cane, my wife shouted loudly, "Please buy us a new car too." What are you talking about? You bought your mother and daughter a car, didn't you? It's obviously a luxury car. As she said this, she pointed to a bright red Mini made in Germany that had just been delivered. My brother seemed to not care about the car and remained silent. "Yes, that's right. I paid for it. How can that mean I'm going to buy you a car?" My mother was pouting at the thought of nothing but threats. "Please don't melt. You were hiding your father's inheritance, weren't you? I don't understand what you're saying at all. When my father died, there was only 50,000 yen left in the bank book. That's the result of my overt father continuing to support them in order to look good for the two of them in front of him, and then using up most of his savings. I want to say that I paid for the car with my husband's inheritance that I had hidden. So we have the right. That's it. Unfortunately, my husband's inheritance is only 50,000 yen. My mother tells her, but my wife doesn't accept it. That car is 5 million yen, isn't it? Unless it's an inheritance, there's no way your mother could buy it. Oh, you look cheap. For 5 million yen, you can only buy the engine. Oh, it's such a luxury car? There's a catalog around here, so I'll take a look." My mother burst out laughing. My wife still shows her fangs. "You're going to laugh it off because you found out? That's disgusting. My mother only prepared a car for me because she wanted me to drive her shopping and to her rehabilitation. I don't think it's right for you guys to say something that you cut off your relationship because you didn't want her to rely on you." She clenched her fists in frustration at my words and couldn't say anything back. Buy her a new car too. Poor thing. My brother seems to have forgotten that we cut off our relationship, and he's asking for a car for his wife. I just wanted her to go home, but she started saying strange things. We'll inherit this house someday, so I'm sure she's aware of that. I was taken aback by what she was saying now,
even after she cut off all her ties with me and left everything to me. Who decided that you guys would inherit this house? She immediately responded to her mother's confused look. That's because her husband is a butterfly, so it will happen automatically when her mother is gone. Legally, that's the way it will be. It's unpleasant to hear such things while my mother is still alive. When I said that, she kept quiet, looking guilty. She didn't even help me. She doesn't even take care of me. She cuts off all ties with me and waits for me to go to the other side, and then when that time comes, she'll get her inheritance. That's never my intention. As my mother and I press her, her words get more and more irritating. That's the only thing I can hear. And about this house, I gave it to my daughter while I was still alive, so it won't be yours. Huh? I promised my father. There's also a will that says this house will be inherited by us in the future. Isn't that right? When she strongly asked for my consent, my brother immediately nodded. That's a lie. I bought this house. It's in my name. I thought that I was injured and that you never know what will happen in life. At that time, I didn't want to leave you guys a single yen. I wanted to leave as much as possible to my daughter, who is always nice to me. My mother was defeated by her true feelings. And I'll tell you something good. My pension is 80,000 yen a month, but I get about 10 million yen in stock dividends a year. Wow, 10 million. My. Brother and his wife shouted in unison. Then she started to turn her back on me. My mother is being deceived. That's how your daughter is making money. She's after the inheritance. Please realize that the caregiving is just a lie. That's fine. It's better to do it before you do it than to do it before you do it. Even if your daughter is a hypocrite, she has helped me many times. When my mother said that, she couldn't say anything. There's no way she could. She's been a nuisance, but she's never done anything for me. When my mother said she would buy me a car, I said a cheap used car would be fine, but my mother ordered a luxury car. When my mother was told by my brother and his wife that she was estranged from them, she told me the truth that she didn't want to leave any of my assets to her son and his wife. You shouldn't have said stupid things like estrangement. That's why I told you. You'll regret it. My wife glared at me. If that's the case, give us money, even if it's just for the house. My husband is my real son, so he should have the legal right. This rebuttal was also expected. My mother took out a large amount of documents from a drawer in the living room and slammed them in front of her. It was a stack of IOUs that my father had been indispensable to my brother, and it had risen to a considerable amount, including the support he had given her after paying the rent in advance. I want you to say that after you have paid it properly. And about the matter of my husband's will, it's completely impossible. In preparation for the trouble of my brother and his wife, who are eager to inherit the estate, my mother and I had been thinking of countermeasures with the help of a lawyer. If you say that there is a will of my father, you must have forged it. Forgery is a crime and you will lose your status as an heir. She turned pale at the unexpected turn of events. Even my brother, as expected, could not say anything and just stared at the stack of IOUs. You see, I inherited all of my husband's assets, including his wife's debts. That's why my son has the right to collect them. My mother continued to explain with the chief. I thought that if such a husband went to the other world, everything would be forgiven. Ah, you guys were that kind of people. If you make your parents give you a lot of money, then collapse and end up in the hospital, that's it. Mom, that's not what I meant. She's saying it for the sake of our future children.
My brother defended his wife, but I pushed him to the limit. Every day, you have high-end lunches with your friends in Serbia, and you exchange information about new brands and brag about them. Visiting and caring for them for less than a yen is ridiculous and unbearable. My brother has been taking care of his wife for a long time, but he looked relieved at my words. Does your high-end brother not know about it? No, it's not. It's some kind of misunderstanding. See, we went there before, right? We're having a cheap lunch at a family restaurant. She's panicking and flustered. She's always telling lies. You made fun of us for going to a family restaurant. You always said that you have lunches that cost 5,000 yen each. Don't say unnecessary things. My brother, who had been listening to the exchange, looked back and forth between me and my wife, and yelled at her, saying that I was making do with a 1-coin lunch every day, and that I was paying 5,000 yen for lunch. So it's a misunderstanding. My brother and his wife's yen shui was gradually becoming suspicious. Then she turned to me and made this excuse. When my father was hospitalized, she said that I didn't have to pay this money back and that she would give it all to me. That's also a lie. You two have never come to the hospital once. When did my father tell you that? He took advantage of it so much and is still using it for his own good even after he dies. But this is a matter of borrowing money between my husband and my father, and I have nothing to do with it. Tower's brother has been silent for a while now. He is probably bothered by the celebrity lunch party. My brother has always been the type who cannot tolerate lying. When my brother asked my father for support in the rent business, he said that exchanging information between female friends is important for raising children in the future, and that he wants to do what he can for his wife. My brother probably believed what she told him. My mother took out her smartphone and showed me the message screen. You sent me an email by mistake on the day my husband got sick and was hospitalized. I wonder if this is what they call a story. My brother leaned over the smartphone my mother showed me. When he saw the saved email, he slammed the smartphone on the floor with trembling hands. She turned even paler when she saw the screen and started shaking violently. The word bomb message was, "Oh, my important ATM has been hospitalized. I can't use it." She thought of my father as a bank's automatic cash withdrawal machine, and sent it to my mother by mistake, thinking of him as one of her friends. My father was obvious, but he had many good points and was a lovable person. He didn't cheat, drink, or gamble, and although he was a perpetual worker, he was serious about his work. Looking back, he must have been a bit clumsy. A while after my father passed away, I was sorting through his belongings when I found that stack of IOUs, with a letter to my mother attached. I'm sorry for all the trouble I've caused you. It started with a story about how I spoiled my son, who was just like me and was a bad boy. If anything were to happen to her, she wanted the debt to be collected and used to supplement her retirement fund. The letter was dated a few days before her father collapsed, so she was probably aware that he was not feeling well. When my mother told my brother about it, big tears spilled from his eyes. He had received twice as much love from his father, so his anger towards his wife for treating him like a pawn was immeasurable. No, this isn't me. I have no idea what she's doing, and it must be some plot by someone trying to bring me down. She clung to her husband's feet, but my brother kicked her away with his own feet. I can't believe that she's a weak brother who was under his wife's thumb. Please believe me. If you want me to believe you, pay this debt now. I believed it was for the sake of raising children in the future. I borrowed it, but you spent it all.
It's a complete reversal of the situation. Until now, she was always in charge and my brother followed her lead. But that's it. I don't have any money. So I'll just sell your clothes and bags. Don't do that. That's more important than my life. Wow. Isn't it more important than life to have a child in the future? I've been completely fooled. She just shakes her head from side to side and can't say a word. It seems that she's already out of my brother's sight. My brother grabs the bundle of rentals in his diaper and heads to the entrance. Wait. She hurriedly chased after her, but my brother drove off alone in his car. The next day, my mother and I went on a hot spring trip to visit the grave and report everything to my late father. After a fun time, we arrived home and found that woman standing there in a daze. Where have you been? I've been waiting for you. She was making a fuss, so I had no choice but to let her into my house. I could pretty much guess what she was doing. Where's my husband? He hasn't come home since yesterday. She's pretty distraught. She even filed for divorce and all my brand name items have disappeared. I knew it, my son will never come back to you again. That's the kind of personality my brother has. He hasn't come here since then and we haven't had any contact. But my mother and I know him well. That girl has always liked strong-willed and outspoken women. Because she believed that such girls were honest. So if she gets tired of lying once and is betrayed, that's the end of it. You lied to your brother. Are high-end lunch parties and brand name items really like that? Her words suddenly became weaker than they had been before. No matter how much you apologize, it won't touch my brother's heart. I wish you had understood my brother a little better. When she heard what I said, she attacked me. She brought up the lunch party on purpose, knowing that. She said it knowing that her husband would be angry. That's right. Are you going to just accept it? What's so funny about destroying your brother's family? Whatever happens to him, it's your own fault for choosing the person you are. Well, my brother has to pay high tuition fees, but it can't be helped. But I will never forgive you. Perhaps pushed by my spirit, she backed away. My mother has hated her ever since she saw that email. I was planning to cut off all ties with you on the day of the soldier's death. I thought that after I went to the other world, you would be upset when you found out that my inheritance was increased by my daughter while I was still alive. My mother seemed to have thought that she would overlook it if she had only complained about the car, but she could not forgive the blasphemous act of lying and trying to use my father again while he was no longer in this world. I'm sure my son felt the same way, which is why he left. He may come here, but he will never come back to you. When my mother said that, she attacked me and said, "It's your fault. If you hadn't told your husband about your celebrity life, this would not have happened," and began crying with a runny nose. I'm glad my son woke up. It was bound to happen sooner or later. Because you're a liar. She cried even more at my mother's words. We will never forgive you. I don't want you to show that face to me again. Go home. My yelling finally made her give up and she went home. After that, we quietly put our hands together at the altar of her husband. Since then, she has not come to our house. It is physically impossible. Actually, that night her parents came to apologize to us. My brother went back to his house and took all of her brand name items.
He sold everything that could be sold, but it was not enough to cover the amount of the IOU. So he went to her parents' house and told us the whole story. Her parents-in-law praised themselves for the amount of the IOU, rubbed their heads on the floor and apologized to us. They are such fantastic people that I can't help but wonder how their child grew up to be such a twisted person. With nowhere to go and no money, she returned to her parents' house and is now helping the family business under her parents' supervision. She says she won't be free until she pays back the money they gave her. She doesn't want to divorce her brother, so she didn't file for divorce even after 6 months. Apparently, her brother called her once and told her to file for divorce because he was going to remarry. Apparently, she asked what kind of woman the other woman was, but her brother told her she was a person who didn't lie, which made her dejected, and her parents forced her to file for divorce papers, and the divorce was finally finalized. I heard this from her parents. After that, she lost all contact with her friends. That's only natural. She was completely alone. I heard that she had been laughing at her for lying, saying that she had gotten a new boyfriend and was kicked out of the house, because she had been bragging about her celebrity life up until then. My brother contacted me only once, and the story about her remarrying was a lie. He laughed, saying that it was the first time he had ever lied. I don't care if my mother and friends cut me off, and I don't want any inheritance. I don't want to show my face to my parents, so I won't show my face at home, but he added that if anything happens to my mother, I should let her know. Apparently, he realized that he had no eye for women, and now he is happy living with a cat that doesn't lie. I think that's a good choice. My mother finished her rehabilitation faster than expected, and the doctors were surprised at how quickly it went. The reason for her recovery is simple. She feels bad about asking me to drive her home anymore. My mother and I are now thinking about a major renovation of our family home. My savings are not enough, so we plan to sell the stocks my mother owns and raise about 100 million yen in total. My mother says she has no interest in luxury, but when she takes the plunge, she believes in not putting a finger on the money. You only get one life, so let's go for it. My mother and I looked at each other and smiled.